促進チャンネル始まるよ。プロポーショニングバルブ P バルブですね。前後ブレーキの配分を、決めるものですね。 F1 のゲームとかやったことある人、前後のブレーキバランスをこうタイヤの減り具合によって変えてってタイムを上げてったりするんだよね。あとはタンクの容量とかに含めてね、それを調整するもの、フォーミュラーカーなんかについてます。はい。でそれとこれは社外品なんでぴったりはつかないので、途中でこのホースを延長してつけようかなと思っていろいろ買いましたね。ホースです。ブレーキのパイプです。これも新しいゴムを買ったので、これ入れ替えてこれを使います。代わりのホース使ってて、それでもいいとは思うんだけど、ホームセンターのホースなのでブレーキオイルでの劣化が心配。これはね、これは買えなかった。これも買えたら買いたかったんだけど、これは買えない。これとこれは買えたんだけど、お、あちら汚れ取れねえ。あ、取れる。ぐらいしたんだけど、変わりがないからね。あ、ちょっとあちら危ないよ。尖ってる方使ってるわけじゃない。この背中を使ってるんです。はい、できました。OK。はい、取れました。入るかな、うまく。いいかな。よし、OK。さて、これをどこにつけようかな。あら、これがじゃあこっちか。ここに L 字ステーでつければ回せるな。よし、これに刺してと、こっちもこれでいいのかな。よしと、漏れてくんなよ。ちょっと試行錯誤中。また後で変更になるかもしれません。これで届くか、ここで。長かったです。私の計算が正しければこれでブレーキは完了です。オイルを入れましょう。そういえばここにあった網どこ行った？圧倒的に空気が抜けていくのがわかるね。自分で作ったパイプと空気が抜けなくてさ。あんまりジョボジョボは出てこないんだね。はい、しばらくちょっと時間がかかってパコパコしたんですけども、無事ね、4輪ともブレーキフルードが出てきました。普通に普通の自動車と同じようにギュッギュッて踏めば前輪からピュッ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 と出てきてパタパタしてっていう感じですね。
一応エア抜きはこれはワンウェイバルブで1人ではできるってことにはなってはいるんで、できる限りはやったんですが、やっぱりね、パンプ踏んで止めてってビューって出すやつやった方がやっぱり完璧なので、誰か来たらあとやってみようかなって。多分これで走れると思う。 P バルブからも漏れはない。ここも漏れない、大丈夫だね。バッテリーをつないで、さてエンジンかかるかな。久しぶりだから。ブレーキ効く。うわ走るぜ前に入れてみよう。どうなんだよ。これで入ってんのか。入ってねえ。これで入った。おお走った。止まる。よし。でサイドブレーキで固定も大丈夫だ。よし。だいぶね煙が出てますね。すごい。多分ちゃんとこうやってエンジンをかけて動かしたり吹かしたりするのを久しぶりだと思うから、少しオイルが焼けるまで、オイルが焼ければ、オイルがいろんなところにこう回ってるのがこう少し燃えてると思うんだよね。オイルが焼けてマフラーから煙が出なくなればいいかなと思うんだけど、このでミッションがさ、これどこに入ってるのかがわからない。特に1に入らない。これ1じゃないな。あ、これで1か。入った入った。危ない。エンストするところだった。おお、ハンドルが重たい。バックはねできるようになった。位置が探せない。よしと、そこは慣れていこう。はい、というわけで
なんとかここまでは来ました。足回り、ブレーキは終了。あとエンジンはちょっと様子を見てかな。煙具合ね。あとちょっと運転にも慣れないといけないね。位置が見つかんないからさ。ポルシェもなんだよね。ポルシェもね、位置見つけにくいんだよね。慣れるまで結構大変だった。慣れればいいんだけどね。というわけで、やっと皆さんに少し走る姿をご覧いただけたかと思います。で、あと車検に向けてね、細かいところをちょっと整備していきたいと思います。なんとか9月の中ぐらいまでには車検取りたいな。なんとですね、情報が入りました。この椅子は車検が通らないんじゃないかと。で、その理由としてヘッドレストがないんだね。ヘッドレストがないね。ヘッドレストないね。で、1969年以降の車は運転席はヘッドレストが欲しいらしい。じゃあ助手席はっていうと、1973年の12月以降の車はヘッドレストが欲しいらしい。はい、何年式でしょうか、クイズ。正解は1973年のこれは2月の登録になっております。2月ね。正規優遇車なので、車検証上にちゃんと2月にナンバー取得してますよという風になってるので、多分だけど助手席はいらない。ただ運転席は欲しい。このままでは通らないんだね。で、じゃあなんでこの椅子がついてるのかっていうと、以前の持ち主様から情報だと、椅子がボロかったから、この椅子に変えましたと。多分車検が通らないんじゃないかという情報をいただきましたので、対応していきます。でね、探したんだけど、ヘッドレスト付きのね、やっぱそう簡単には見つからないよね。というわけで、ヘッドレストつければいいんじゃねって思ってます。ヘッドレストつければいいんじゃねって。だからちょっとね、つけれるのかどうなのか分解してみたいと思います。そもそも論、どういう構造なのかなと。まず、ここにバネが入ってるんだね。このヤシ殻っぽいあれだね。天然素材ですね。で、上のカバーは、これか。これで止まっているのか。これっぽいよね。取れたと。こうなってるんだ。こうなってるんだね。すごいね。一枚の鉄板からなんだね。多分これ出せばいいんだな。ここ回すと伸びるの。ここ回す。でもこれが限界。よし。はい、取れました。うわー、こういう構造なんだね。もっとすげえがっちりフレームが入ってるかと思いきや、ここは入ってないんだね。ここに鉄板が入ってたら、ここに何か取り付けようと思ってたけど。でね、ちょっとヘッドレストを買ってきました。で、いいでしょ。何の車用なのかわかんないんだけど、なんかのヘッドレスト。なんかのヘッドレストに、なんと、モニターがね、埋め込まれてるんです。別にモニターはどうでもいいんだけど、このなんとなくこのやれたこのビニール感がちょうどいいなと思う。これメタメタする。
どっちが程度がいいんだ。でヤフオクとか見たけど、もちろんこんなヘッドレストなんて売ってないし、ヘッドレスト付きの椅子なんて売ってないんだよね。ここだね。まあここにこれが刺さる何かを溶接して、ここだったら頑丈だから、でヘッドレストをさせるような部品を作ればいいんだな。よし。ああ、これだと入んないか。これだと入るな。はい、台風がいったので続きやっていきたいと思います。ここが差が42で L 字アングル買ってきたので、ここに溶接してしまおう。この方がいい。16。ここ。すごい雨降ってきました。こんな感じでいいかな。ここを溶接すればいいかな。ここを溶接しよう。よいしょ。これをこの溶接。お、いいじゃん。これはもう車検対応ですね。これはもう車検対応です。大丈夫です。予想以上に良かった。適当に作ったんだけど。うわ、触ればわかるか。よし、じゃあかぶせてっか。少しね、なんかあんこが減っちゃった。ここの上、ここの上、ビニールレザーだと思うんだよね。ハンダゴテ。あ、いた。お、いいね。いいでしょ。なんかこうボロさがいいよね。ボロさが似合うよね。ちょうどこの汚い感じが似合うよね。よーいしょーっと。うわ、水溜まってるやんけ。よしと。で背もたれをこれでこのレバーで
ぐるん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 。よし、ほらいい感じでしょ。これでとりあえず車検はいいんじゃないかなと思います。ちゃんと鉄で作ったしね。助手席はいらないと思います。一つまた前に進んだかと思いますね。次の車検に向けての作業に進みたいと思います。ここの雨漏り気になるな。どっから来たんだろう。これ濡れてないよね。下？いや、走ってねえしな。謎めきますね。解明していきたいと思います。はい、というわけで今回はヘッドレストをつけてみました。まあついてることで機能していることが大事だと思うので、このぐらいがっちりついてれば大丈夫じゃないかなと思います。これね、それからアース不良ね、直していきたいと思います。今ライトオンなんだけど、でこっちはテールランプちゃんとついてるんだけど、こっちがテールランプをつくとウインカーがついてるんだよね。やっぱりアース不良だよね。でもちょっとここでここの配線なんだけど、どうやらこう辿っていくとこっちにいるんだけど、何かここら辺にこう原因がありそうだなぁと。今回ちょっとこの LED も一旦電球に戻します。申し訳ないんだけど、いろいろここは電球だったんだな。せっかく作ってあるんだけど、ちょっとこのままではいろいろと多分車検に対してのイメージとかもあんまり良くないから、これで取れた。結構やっぱり錆びてるもんね。これも一回ちょっとくっつけ直したんだけど、こちらも一旦よしと取れた。こんな感じで、昔だからこのソケットの下を使ってそこにハンダ付けをして作ってあるんですね。取れた。通常のね電球を買ってきました。12ボルトシングルタイプ。よいしょ。ダブル中。よいしょ。ダメだ。やっぱウインカーがついちゃうね。バックランプは OK だね。やっぱウインカーつけるとここもついちゃう。でここもついちゃう。やっぱりアース不良だわ。こっちは OK だけど、こっちは直したけどここじゃないんだな。よし、じゃあ今度こっち側外してみましょう。こっちもいずれ電球交換もしないといけないからね。よしっと。よしっと。よし、手作りの LED 手作りだよね。ちゃんと抵抗も入ってる。計算されてんだよね。アース線はまとめてこれなんだけど、多分バックブザーがついてます。
これだね、バックブザー。よいしょと。じゃあまた組み付けていきます。よし、ついたことはついた。ついたことはついたけど、アース不良は解決せず。はい、ここの電球変えてみたけど、やっぱりつかないな。何か全てがこう絡まって原因があるんでしょうか。フロント見てみるか。横っていうことはないよね。考えられるのはここかな。スモールとウインカーが一緒になってるとこといえば、あとはここしかないよね。接触不良だもんね。あ、ついた。つくと大丈夫。バック入ってる。ギアがバックに入ってる。良いセット。大丈夫だね。オッケーオッケー。スモールだけついて、ウインカー。いいね。そこの接触不良だったね。で、何かだね。とりあえずいっか。もしまた同じ状況があったらここだということだね。よかったあとはナンバー灯だね。どうしようかな。配線作り直すかな。ちょっとわかんないんだよね。アース線が生きてるのであれば電源線だけ作り変えてやればいいよね。これさ、まとまっちゃってんだよね。だからどこに行ってんのかわからんのだよそうなんだよどこに行っているのかがわからんのだ。よし、ついたついた。これでいいね。アースは生きてる。こっちのプラスがちょっと死んでるんだな。よし OK だね。ついてる。よし。はい、というわけで、透過類は多分これで OK。ヘッドレストモニターダメなのね。残念。何のヘッドレストだったんだろうな。12センチの18センチ。よし、これで安全だべ。で、あとでちょっとそう椅子ごと色を塗ろうと思っているので、なんかモニターみたいだけどモニターみたいだけどモニターじゃないよ。後ろから見るとモニターに見えるかな。ダセーか。2枚買ってさ、どうせ1個しか使わないんだから1個切ればいい。切って生地を作ろう。
紙を貼ってでしっかり折り込んでとよしおいいじゃない何も入ってません配線もありませんよとこれならいいだろうよしこれならいいだろう、うん、これならいいでしょ自然な仕上がりでしょ、と思います。こんなにお天気いいならイス塗るか。イスの色が怪しいといろいろ疑われるんじゃないかという噂がありまして、でこの椅子なんですけど、このボディにねレールがねもう溶接してついてるんですよ。こういう風にねこういう構造になってるからちょっと簡単にさこうあれなんだよ、レールとシートが一体式だからさ簡単に変えられないんだよね。はい、よし外れました。で今回この色を何で塗るか、染五郎。世の中でこのシートとかを塗るといったら染球が有名なんですが結構高いんだよね。で染球ね 260mm で3000円ぐらいするの。これ 300mm で2000円ぐらいだから3割4割ぐらい安いわ。半分ぐらいの値段なのでちょっとこれ試してみようかなと思っています。よいしょ。マスキンするか。別に濡らさってもいいとは思うんだけどね。一応なんとなくヘッドレストは取りましょう。ただうわー結構やっぱ汚れがさついてる。なんか汚れを落とすいい方法ないかな。パーツクリーナーいいのかな。こっちも今回塗装しようと思います。それでね今回専用プライマーっていうのが出てるのでこれをちょっと塗ってみます。プライマーっていうのはその塗る前に下塗りだよね。よく塗料が乗るように塗るものです。これ自体は色は特にこのお尻が入る部分くっついちゃうかな。段ボールが10分乾かして上塗り可能時間は15分から30分だからちょっと時間がかかるんでね、その間次の作業をしておこう。プライマーここで塗っても大丈夫だね。色つくわけじゃないから。
ありましたので塗っていきたいと思います。色でコーヒーブラウンです。何色にしようかなと思ったんだけど、どっちも塗るのに色違うのを塗りやすそうな茶色系がいいかな。本当は赤茶色にしようと思ったんだけど、赤茶色なくて、とりあえずコーヒーブラウンです。コービーブライアントではありません。チャーリーブラウンでもないです。コーヒーブラウン。はい、うわー、これはやっちまったかもしんない。これは無理だ。これこれはこっちはまあなんとかなるけど、こっちは無理だ。これ黒とかじゃないと無理だわ。とりあえず塗れるだけ塗ってってみようか。染球使ったことないけど、染球もこんなもんなのかな。かなり重ね塗らないと色乗らないな3、4本必要だね。こっち塗るのにね。こっち塗るのに3、4本必要でさ、6000円。まあシートカバー買うよりは安いか。皆さん薄々気づいてると思うんだけど、こっち側の赤い方をこの茶色で塗ったところで多分茶色にはならないよね。まあせっかく買ったし YouTube だから塗ってみようか。色のノリがね、やっぱりベース色にかなり茶色くはなるんだけど、ほぼ2本塗りましたけど何も変化がありません。余ったやつでこっち塗っとくか。全然吸収しないもんな。全然乗らないもんね。何なんだろうね、これは。この塗った瞬間から消えていくこの感じね。シートカバーの方がいいのかもしんないな。なんかある意味ちょっと高級感は出たけどね。はい、というわけでまあ今回6000円ぐらいかけたんだけど、このぐらいだね。この結構明るい色だったこれでこのぐらいにしかなんないから、赤もこのぐらいにしかなんないから、黒とかを例えばコーヒーブラウンに塗ろうと思ったらやっぱ厳しいよね。なんかサベーサーとかあったのかな。はい、つけてみました。ちょっとまだメタメタするね。これ乾くのに時間かかるのかな。なんとなく少しは感じ出たけど、なんか汚しただけみたいにもう見えるっちゃ見えるな。微妙でしたね今回は。なんかいい方法あるんだろうな本当は。きっとちょっとメタメタすんだよねまだね。ちょっとこのままずっと塗ってっても多分これ色綺麗に揃わないと思います。同じスプレーでずっと塗ってもね。
だからやっぱりちょっと別の方法を考えるしかないかなと思います。初めてこの染める系スプレー使った染め球だとどうなのかな、同じ感じなのかな。染め球だからすごくいいってことは多分同じような感じなんじゃないのかなと思います。成分とか研究して多分作ってあるからね。はい、今回ちょっと勉強になりました。皆さんのね、なんだと思います。そう、ルーフキャリアです。はい、ワーゲンバスといえば可愛いルーフキャリアついてる車結構ありますよね。今後のことも考えたり、デザインのことなんかも考えると、ルーフキャリアあってもいいかなって思って、ちょっとつけてみようと思います。ワーゲンバス用のルーフキャリアって結構売ってるんだけど、この後ろだけのやつとか、後ろから前に行くやつとか種類があるんだけど、やっぱ結構いい値段するのね。物も良くて可愛いやつが多いんだけど、それでも結構値段がするので、いろいろね、こう調べてみました。で、この雨どいがついてるタイプだから、ここに乗るやつであれば、多分メーカー問わず汎用品で合うんじゃないかと。で、今回買ったものがこちらです。いくら1万7、8000円ぐらい。だから、ワーゲンバス用のモデルに比べると、10分の1ぐらいだよね。値段はね。で、一応国産品かな。ここのタフレック成功工業株式会社東京江戸川区ですね。汎用品でハイエース用を買ってみました。これで合うんじゃないかな。これ足だね。ちょっと組み立ててまず合うかどうかやってみようか。そう、8本足モデルです。8本足ね。運動会にテント立てるやつ。ちょっと緩めます。よいしょ。前後が足があるとこがこのネジがあるパイプなんだね。これがこう入ってこう入るみたいな。でこのネジで止めるんだね。わからないかな。よいしょ。やるとコンクリートの上でやると傷つくんで、本当はこういうところの上でやった方がいいですね。多分中古新規を取るとき、中古新規っていうのはナンバーが切れている、今ナンバーがない中古車をナンバーを取得する作業ね、中古新規っていうんだけど、それをするときは多分このキャリアはつけない方がいいんじゃないかな。ネットの情報だけど、これつけちゃうとその車検はもちろん通る大丈夫なものなんだけど、中古新規の時にこれをつけて中古新規を登録すると、これ含みでの車の高さが車検証に記載されてしまうと思うんですよ。でこの車ね5ナンバーなんだけど、これで多分ルーフキャリアつけると3ナンバーになっちゃうんだよ。いろいろめんどくさくはないんだけど3ナンバーになっちゃうので、5ナンバーの方がいいよね。キャリアを乗せることによってソーラーパネルとかが載せられると思うんですよ。ソーラーパネルが載せられればバッテリーが載せられるってこと。ソーラーパネルなくてもバッテリーが載せられるんだけど、バッテリーが載せられるということ、サブバッテリーが載せられるということね。サブバッテリーが載せられるということは、電動エアコン、
もいけるかな。ちょっと考えてるのが、吊り下げ式エアコンってあるんだよね。よくね、これ、まあ、ここにさ、エアコンついてる車で、やっぱり運転する都合上、やっぱここにエアコンをつけるんなら欲しいよね。ただこれだと車内が涼しくはなんないから、後ろにもつけてダブルエアコンにできたら、車中泊も最高だよねって考えてる。うん。同じ1系統で2個のエアコンを回せるようにしたら面白いかなって考えてる。考えてるんだね。まあ、もたもたしてるうちにエアコンね、今年もうエアコンがいらなくて、ヒーターをつけなきゃいけない時期に来てしまうような気もする。はい、よし、組み立てられました。じゃあ車に乗せてみよう。で、この位置を合わせます。足の位置をね。よし、どう？いいよね。驚くほどぴったりだよね。驚くほどぴったりね。で、これどうやって固定するのかって言うんだけど、ここにこういう金具があるので、こういう風に挟みつけます。こんな感じで挟みつけて、ここをね、グイッと固定します。で、ここ超ネジなのは、手で取れることが前提で、これはオプションっていう扱いになります。オプションっていうか、指定部品っていう、要は取り外しするのに、取り外しできるから、車の一部とは認めませんと。車の、この、なんていうの、大きさとか、そういうのの中には含めませんということになっています。ちょっと右？でもプレスラインがあるから、プレスラインに大体合ってるから大丈夫だね。一番後ろがちょっと、まあいいか。屋根を白く塗るんじゃなくて、キャリアを白く塗ったらどうなるのかなと思ってます。なのでキャリアを白く塗りたい。したらね、はい、今回ね、これ亜鉛メッキされてるんですよ。溶接とかするときは削ってんですけど、今回削れないので、このマルチ密着プライマー、なんか昨日前回も似たようなものを使いましたけど、今回もマルチ密着プライマーなるものを吹いていこうと思います。どこまで吹いたか分かんなくなるな。この柱をまとめた状態で塗ってしまってから組み立てればベストなんだと思うんだけど、このね、調整をした後にやっぱり塗らないと、後からずらした時にそこまた塗り直さなきゃいけないから二度手間なんだよね。どっちを、何をもって二度手間というかっていうところは謎だけど。はい、プライマーを塗りました。で、3時間乾くのにかかるやつっぽいので、ちょっと朝まで置いて明日塗りましょう。こっちの金ぐるいもね、プライマー塗ったので、明日綺麗に白く塗って車に積みたいと思います。はい、暗くなりました。台風一過のね、台風一過、一過なのかな。まだ多分ね、さっきあそこら辺で多分あっちの方向にいると思う。まだ抜けてはいないんだけど、もうね、雨は降らないらしいので、今夜はちょっとこのまま、風ももう出ないみたいなので、このまま置いときたいと思います。はい、おはようございます。夏の空ですね。はい。じゃあ、塗っていきたいと思います。いつものイオンで買ってきた、このバンパーとかホイールとかと同じ、塗料ですね。これで塗ってつければ統一感が上がっておしゃれになるんじゃないかなと思っています。うわー、色が乗っているのか乗っていないのか分かりづらいな。どっから塗っていけば塗りやすいんだろうな。いいか。
こう立てた方が塗りやすい。よし、積むか。これね、手で止めるから OK なんですよ。ここの雨どいにこのフックを引っ掛けて、よいしょっと。OK。はい、着きました。ちょっと浮いてるように見えるんだけど、奥に溝があってそこにしっかりかかってるので大丈夫です。丸っこい屋根も魅力的だけど、こうキャリアがつくのもいいよね。でキャリアがついたことでできることって増えてくると思うんだ。例えば今後想定しているエアコンとか電装品を装着した場合のソーラーパネルね。あとはキャンバケとかになるとやっぱ荷物も重くなってくるから、中をキャンピングカーとして使うんだったらやっぱ荷物は上に積めた方がいいよねっていうのありますよね。バンコンとかハイエースで車中泊してる人だと分かるんだけどと思うんだけど、やっぱりこのベッド展開するのに荷物を一旦どけないといけないっていうのは結構大変で、いつもそばになければいけないもの以外は上にボックス積んでそこに入れてもいいかなっていうのもあるかと思います。屋根白く塗ろうかと思ってたけど、屋根を白く塗らないで白いキャリアをつけるっていうのでやってみました。ハイエース用なんだけど、結構ぴったりだったね。はい、というわけで今回はね、車検の時は外さなきゃいけない。もしくはこのままで取ると3ナンバーになっちゃうんだよね。ちょっとそこら辺どうするかっていうのは今後考えていきたいと思います。何がいいのかなと思って、ネット情報もいろいろ調べたんだけど、これ説明書見ると古いからね、当時ね、マルチグレードっていうこの今だとさ、こうやって 20W50 って書いてるけど、だいたい 10W30 とかさ 0W20 とかさ、そんなマルチグレードってオイルが中心なんだけど、当時だからこれシングルグレードなんだね。今の時期気温だと SAE40 っていう風に書いてます。で今ね、シングルグレードのオイルってなかなかなくて、でいろいろ参考にしてこのバルボリン VR1 レーシングオイル 20W50 っていうのを買ってみました。1リットルね1000円ぐらい。これでいいかな。冬はちょっと硬いから、冬は10とかでもいいのかもしれないね。でエンジンオイルはタイプ2の 1.6 リッターエンジンだよね、多分ね。 2.5 って書いてます。なんかオイルパンが増量されてる気がするので、もうちょっと入るかもしれないね。ちょっと見てみたいと思います。現状オイルはどうなってるかっていうと、実はね確認はしてあります。来た時にエンジンかける前にエンジンは確認してはあって、でレベルゲージがねどっかにあったんだよ。これじゃないな。これだ多分レベルゲージ。用意セット。エンジンここも綺麗にしないと。よいしょ。ここに刺さってます。こういうのね。はい。非常に綺麗です。粘度が結構高めの粘度のような気がするな。触った感じなんですけど、いつ交換されているのかわからないんですよね。私が購入した時に変えたかどうかっていうのはちょっと謎めくので、変えとくに越したことはないだろうということで、やっていきたいと思います。エンジンルームもそろそろ車検に向けて綺麗にしていきたいよね。こっちがもともとのオイルパンっぽいんですよ。でそれになんか追加オイルパンがついてるっぽいんですね。ダブルオイルパンになってるんです。多分オイルの容量が何かの理由で
足す、もしくはそもそもいろいろ空冷、油冷なので、オイルの量が冷却に影響するのか、結構大きなオイルパンがついています。多分これを外すと、オイルが出てくるんだと思います。エンジンオイルの交換は、これだね。これを外して、6個のキャップ、ナットを全部緩め、そのうちの5個を外します。ここが何ミリだ ?10 かな。10ですね。1本残してって気になるね。ああ、落ちた。こういうやつです。こういうナットです。あ、なんかもう出てきたぞ。もう出てきたぞ。うわ、出て、なんだ。これはちょっと形が違うのが一本混ざっていたぞ。こっから抜けばいいのか。かなり結構粘度の高いオイルが入ってる気がする。ちょっと一回これである程度抜いてみて、その他のところの部品を外して構造を確認しよう。お、じゃーっと出てきた。ちょっと待てよ。オイル入れ足りるか？ちょっと、ストップ。すいません、ストップ。ストップ。まだ出る？弱くなってきた。かなり入ってるね。一回ちょっとストップでーす。すいません、一回ちょっとストップでーす。もうすでになみなみなんだよね。だよね、もう4リッター抜けてるんだわ。あ、でもだいぶ空になった勢いでわかる。よいしょ。出てくる。よいしょ。取れました。こんなになってるのね。ここにデロデロの汚いオイルが溜まってるんだ。よいしょ。で、これがオイルフィルターだね。綺麗なもんだな。結局、5リットルだね。だから倍だわ。倍。これがオイルフィルターね。1本だけボルトになってる。ボルトになってるのか、こっちくっついちゃってんのかはちょっとわからん。よいしょ。これフラット4さんで買ったガスケットキット。ガスケット、銅のオーリングもついてるね。これだと助かるな。これはさ、多分純正のやつっぽいからちょっと使わない。穴の位置は合ってるね。じゃあこれ剥がしてしまって大丈夫。よいしょ。ほら、アルミですね。
いしょっと。オッケー。ちょっと綺麗にしよっか。向きとかあんのかな。で、絵がこうで、これがこうだね。君これから入れるか。狭い狭い狭いよ。よいしょ。で、わっしゃ。あ、でもね、狭い狭い言いながらもジャッキアップしなくてできてます。もう車高が高いからさ、そのジャッキアップしないで潜れてるっていうか、体だけねだけどね。そう、ワッシャー入れて、こんなんですね。1リッターって書いてある。クエーカーとかじゃない。1リッター。5リッター入れればいいな。これの方に入れやすいじゃん。よいしょ。よし、入れていきます。20ダブル50。エンジンオイルなんだけど、結構ネバネバで、ミッションオイルとかデフオイルっぽいよね。このぐらいのやっぱり粘度があるとね。で、ちなみになんだけど、その下が20で上が50なんだけど、下が10で上が50、1050と2050って上50だからオイル全体の硬さが一緒かって言われると、実はそうじゃなくて、やっぱり2050の方が全体的に硬いです。10W30 と 10W40 だと、やっぱり 10W40 の方が硬いです。うん。さあ、じゃあエンジンかけてみようかな。いいね。大丈夫だね。OK としましょう。気づいたことがあって、このハイビームインジゲーターがつかないな。ついてんのか？ついてないよ。ちょっとここのメーターの中の電気がついてないのもあるんで、ここをちょっと見てみないといけないなと思ってます。ここも綺麗にしたいよね。はい、それでね、ブレーキのエア抜きを昨日ね、友人が来たので一緒にやってもらいました。一人ではできないからね。下回りをとりあえず黒く塗っておこう。錆止めをしておきたいと思います。とりあえずブレーキの方は漏れとかもないから、これで OK なので、この前発見してしまったメーター球を交換するやつ。取れる。スピードメーターのケーブルを外せば、はい、こんにちは。これがスピードメーターのケーブルで、ここ4箇所のね、こういう金具でメーターパネル止まってました。
これハイビームインジゲーター。はい、ちょっとね、ハイビームインジゲーターがつかない理由、思いつきました。これ、LED に変えたから、LED に変えると、ハイビームインジゲーターつかなくなる車あるんですよ。それを対策するグッズも出てます。そう、前、これがそうだったの。ハイビームにしたら、インジゲーターがつかなくなっちゃったっていうのがあって、それ原因かも。昔のハロゲンだからね。ちょっとやってみようか。もう結構何してもダメで、そういえば電球も切れてないし、配線もちゃんとしてるから、もしかしたらそうかも。これさ、入んないもんね。その前につくバルブなのかどうなのか確認しよう。あ、ハイビームがつかねえ。よしよし、これは切れてない。こっちは切れてる。買ってまいりました。安いやつ。ヘッドライトがそのうちこう変わってくると、この H4 っていう文化もそのうちなくなるかもしれないね。ついたよね。で、ハイビームにしてみます。つかないね。ああ、つかないな。ちょっと作り変えちゃいましょうか。はい。配線をね、ちょっと別から引っ張ってメーター裏に持ってきてみました。これでいいのかどうかわかんないけどね。やってみようか。あれつかないぞ。どういうことだ？これ来るな。ハイビームにすると、ほら、つくの。つくんだけど、すごい弱いんだよね。これじゃ昼わからないよねっていうぐらい弱いの。普通の電気とかだとこのぐらいはっきりつくからさ。ああ、ここもアース不良とかがあるのかもしれないね。はい、ちょっとね、メーターを分解してみました。はい。特に、こっちは電球が入ってるけど、ただ単純に光をこっちに通すだけなので、メーターは特に、見た感じは特に問題はなさそうです。一箇所だけ燃料系の、ここなんだけど、この爪が経年劣化で折れてて、で、プラプラ言ってて、この燃料系がプラプラ言うん。燃料系の針がピンピン動くので、ここだけ、ちょっとこの部品だけ多分手に入んないと思うので、じゃあですね、ボンドで修正しておきましょう。これマイナスになるんだよね。でもここは分離してるんだね。ここだね。ちょっとアースを強化してちょっと取り付けてみましょう。そしたらちょっとボディアースを取るのを強化しよう。メーターにアースを新しく入れていきます。じゃあ組んでいこうかな。頼むぜ。黒いのがこことここと、さあ
これでどうだ。ついたぞ。ほら、つくでしょ。昼間でもこのぐらいつくようになればいいと思います。そもそもちょっと光る面積が小さいというか、ちょっと違う、光り方が違うのかもしれないね。よし、OK だ。よし。よし、ダッシュボードもこれで終わりだ。はい、前回ですね、うまくいかなかったこの染めゴロをね、染めゴロ、もう前に進もうと思って4本買ってみました。でね、ちょっとメタメタするのよ。で、メタメタするのをどうしたらいいですかって言ったら、クリアを塗ってくださいって言われたんだけど、そのメタメタするって書いてなかったし、クリアも買わなきゃいけなかったっていうことだったのかなと思って、ちょっとね、疑問に思ってます。そんなもんなのって。で、もしかして塗り足せばいけるかもしんない。クリア買ってないよ。塗り足せばいけるかもしんねえと思って、買ってみましたのでちょっとこれで塗っていきたいと思います。で、お天気もね、薄曇り、気温は29度30度ってとこでしょうか。ちょうどいいよね。やってみよう。4本だと8000円だよで、座ったり降りたりしてますけど、今のところはね、こう塗装は取れたりはしてません。服についたりもしてない。こっからはね、乗るんじゃないかな。消えるとこだけ拭いていくね。あ、一回塗ったところは乗るね。はい、塗ってみました。まあ、まだ色は違うんだけど、さすがに6本塗ったら結構同じような椅子には見えるかなと思います。ちょっと日が当たってるんでまだらに見えるし色違うけど、車内の暗いところの中に置けば意外と分かんないかもしれないね。よし、じゃあちょっと乾かして取り付けていきたいと思います。今日のところはこのぐらいにしておきます。なかなかね、細かい作業があって実は結構時間がかかってるんだけど、取れ高があんまりないので勘弁してください。はい、メーターがねつくようになりまして、だいぶ進んできました。ここ汚ねえんだよな。ここを少し綺麗にすれば見栄えも良くなるね。実際は椅子がつくからほとんどは見えないんだけど、ここがね、このレールからこっちがよく見えるから、ちょっと見える部分だけでも綺麗にすれば好印象好印象かと思います。よしと、マスカーを貼りました。マスカー、あ、短いじゃん。はい、よしと、これで綺麗に塗った後ろと隔壁を作りました。これはどうするかな。教えてもらった雷神買ってきました。超強力業務用。これ使ってみましょう。匂いはさ、他の剥がすやつと一緒だね。これなんだろうね。アスファルト状のもの。椅子のなんかあれなのかなの残骸なのかな。
タイヤが乗ってたと思われるとこのもじゃもじゃヤシの木、長い間お疲れ様でした。はい、じゃあ細かいね塗装の下地作りしていきます。黒サビ転換剤をね塗っておきたいと思います。夜間作業となってしまいました。ちょっとね忙しくてさ、結構いろいろなかなか日中時間が取れない日が多くて頑張ります。まあ涼しくなってきたんだよね、ちょっとね。だからよし、明日朝になったら塗ろう。あ、マスキングしとくかな。そしたら塗るときでいいね。すぐできる、5分もあればね。はい、というわけでワーゲンバスなくなりました。はい、車検に出したわけじゃないんですよ。たまたまね、アトムのタイヤ交換をお願いした車屋さんが赤台車で来たので、ちょっと車検を受ける前の検査、予備検的なものを見てもらえないかとお願いしました。自分でブレーキとか全部調整したんだけど、それがちゃんと車検の機材に乗ってしっかりと制動力が出ているか。それはやっぱりテスターっていう機械に出してみないと分かんないのね。例えばスピードメーター、ヘッドライト、サイドスリップ、それからブレーキが何キロぐらい出てるか。踏んだ時にしっかり。で、今回ちょっと知り合いに言われたのが、マスターバックがないから、やっぱり、そこら辺、制動力しっかり出てるかどうかっていうのを確認した方がいいよっていうことだったので、ちょっとお願いしました。まあ、3日4日、タイヤ交換とか、これのタイヤね、別のホイールについてるタイヤの交換もお願いしたので、それも含めてまあ3日4日なので、ちょっと動画が半分知り切れてるんですけど、そんなタイミングでもないとなかなかナンバーついてたら走っていけるんだけど、ナンバーないからさ、いいタイミングだなと思ってお願いしたので、ちょっとここは久しぶりにバスがいなくなったので片付けつつ、ちょっと違う作業しましょう。はい、これ助手席です。運転席だけつけて出したので助手席が置いていきました。で、やっぱりね、塗ったんだけどメタメタなの。どのぐらいメタメタかっていうと、音聞こえるでしょ。メタメタって言ってるの。前よりはいいけど、やっぱメタメタなんだよ。手垢がつくわけでもないし、これなんだけど、やっぱすっごい気になっちゃってさ、もしかしていっぱい塗ればいいかなって思ったけどっていうのあったけど、やっぱりうまくいかないので、
保護ツヤクリアで、こちらを塗ればベタベタは消えるというふうに言われましたので、これをちょっと塗ってみようと思います。ちなみにもうまた2000円だからね。気をつけないと、乾くまではかなり乾くまでは雨降られると困るな。はい、少し乾きましたかね。ちょっと手で持てるようにはなったので、室内であと最後乾かしたいと思います。ちょっと登録書類もね、これが抹消証明書、譲渡証明書ですね、委任状、僕の委任状、それから委任状で本人でも委任状いるのかな、印鑑証明書、新しいのも取ってきたよ。もう時間経っちゃったから8月になったからね。それから車庫証明だね。はい、書類もこれで大丈夫かな。車庫で乗用自家用ステーションワゴンってなってます。車両重量は1330キロ、車両総重量は1660キロですね。長さが451、幅169、高さが196ってなってますね。でね、型式がこれ、昭和48年の初年度で、型式が 21AF 回。はい、おはようございます。一晩経ちました。はい。全く変わってませんね。はい。すっごいベタベタ。手にはつかないよ。手にはつかない。絶対につかない。から服とかにも多分つかないんだけど、ベタベタだ。これはダメだよ、染五郎さん。ちゃんと教えてよ。だから自分でなんかメタメタしない対策をするしかないですね。塗装を落とさないようにね。なんとなくクリアを塗ればメタメタ消えますよっていう時に嘘って思ってたんだけど、やっぱそうだったね。一応ちょっと問い合わせだけはしてみようかと思います。ワーゲン帰ってまいりました。それでね、ヘッドライトも調整してもらいましたし、ブレーキも多分大丈夫だろう。サイドスティップも大丈夫だし、透過類も一応ね、全部こう見てもらいました。で、ただ、オイル漏れしてるよって。めちゃんこ垂れてる。めちゃんこ垂れてて、ここから垂れてて、ここは、マフラーその先から垂れてるの。で、今までは走ってない。エンジンを、こう、止めたまんまでアイドリングしてるときは出てこなかったんだけど、どうやらオイルが出てきちゃってるようなんですよ。どこから出てるかな。ちょっと出てこないんだよね。これが高速回転すると出てくるのかな。垂れてる垂れてる。ジョボーって出てくるよね。そこの上だ。そこの板の上。
考えられるのはクランクプーリーのとこだよね。はい、とりあえずちょっとここのボルトが30っていうサイズなんですよ。これちょっと外してみないとわからないよね。ちょっと買ってこないといけないので、買ってくる時間ね、もったいないので、ここをちょっと帰ってきたから塗って、もう完璧乾いてるから、で、乾かしつつ買い物行ってきつつやっていきたいと思います。そう、皆さんからキャンバケ暑いかなって聞かれるんですけど、日中は少し暑いかもしれませんが、夜、朝、方は寒いです。はい。なので、寒さ対策してきてもらった方がいいな。はい、今回塗っていくのはこれ、サビ止めスプレー。上塗り OK。これをね、ちょっと塗っています。密着力アップ。うわ、結構スプレー。マスキングしました。ここね、塗りました。なんかこれでもいいような気もするけどね。はい、こっちも塗りました。まあ、この間にさっきの工具、メガネレンチ30買ってこよう。うん。はい、乾いたようですので、塗装していきます。今回は、コメリで買ってきた多様と似てる色。あ、そうだ、こっちから塗らないと。またさっきと同じ失敗を。似てるよね、色ね。まあ、見えない。ほとんどが見えなくなるとこだから、こういうところは、だいたい塗ればいいかなと思います。よいしょ。ここあれだよね。ここもグリーンに塗りたいよね。このスイッチがね、未だに何なのかがわからない。今度こっちが気になり始めるよね、ここがね。どうしようかな。そこ塗るの大変だもんね。ちょっと乾かしてる間にクランクプーリーちょっと外してみて、オイル漏れクランクのとこから出てるかどうか確認しよう。また。こんなんなんだね。よいしょっと。漏れてねえよな。よいしょ。エンジンかけてみようか。出てきた終わったな。終わった。
ダメだ。オーバーホールか。下ろして割らないとダメか。上の方の隙間から出てきてたね。ちょっと構造を確認してだね。オイルシールここないんだもんね。この前まで大丈夫だったんだけど、やっぱ回したからなのか。オイル多いってことはないよね。ね、標準真ん中よりちょい上だもんね。オイル漏れ止まりました。オイル漏れ止まりました。原因はオイルキャッチタンクでした。皆さんから教えてもらったこのアーマーオール塗ってみました。少しツルツルになる。で、少しベタつくけど、だいぶツルツルでいい感じですね。で、これにもつかないから、これでいいかなと思いました。こっちはね、ベビーパウダーを塗ってみました。ちょっと白くなってるけど、これアーマーオールとベビーパウダーのダブルパンチで、だいぶいいかなって思います。ありがとうございました。いろいろ教えてもらって。挑戦して、こうやって、アーマーオール塗り込むと、だいぶ、ほら、ベタベタじゃない。ペタペタだとここ塗ってないところは、まだこういう音だけど、塗り込むと、ほら、こんな感じになるので、これで良しとしたいと思います。よいしょ。ここ見えるんだね。ここもうちょっと塗っとけば、ここから見えるんだね。はい、いいんじゃない？だいぶ綺麗になったよね。はい。ちょっとここがさ、あれだね。色が違うからさ。ちょっと微妙だけど、ここ塗れば綺麗に見えるね。やっぱここ綺麗に見えると綺麗になるね。はい。そっち気になる。もう次、ここ塗るとここ気になって、ここ塗るとここ気になってるんですけど、椅子の色もまあ合ってるし、だいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。で、ブレーキとかそこら辺、とりあえず基本的な、予備券みたいなやつも大丈夫って言ってたんで、ちょっと、車検行ってみようか。で、ダメかもしれない。ダメかもしれない。こういう車だから一発で行けるかどうかわからない。シートベルトのルールもわかんない。いろいろルールがわかんないところがあるんで、そこ指摘されたところを直して1回でいけるとは思わずに2回で合格を目指してね、やっていきたいかなと思います。車検に行こうと思ったんだけど、あれ、積載車ちょっと借りられなくて、タイミングが悪くて。なので、ここ塗ろっか。ここ塗れば、少し綺麗に見えれば、また違うかなというところもあるので、ここ塗って、あと細かいとこちょっと調整していきたいと思います。本当はさ、なんか、どうしようかな。本当はスプレーで塗りたいんだけど、うちにある、その塗装ガンが、勢いが良すぎて、ちょっとだけ出すみたいなのがきついんだよね。
エアブラシみたいなのなればこういう細っこいところもねこう簡単に塗れるのかなと思うんだけどね。これは外せばいいか。よしと念入りに掃除して、こっちも塗った方がかっこいいんだよね。奥まででも塗るの大変だな。先に塗りゃよかったんだよね、いろいろつける前にね。マスカラの嫌なとこ、ここ絡みついてこうなるともう取れない。いいか。よし、あとは垂れないように頑張る。垂れないように頑張る。さあ、はけ塗りここははけ塗りです。もうゴムモールも本当は取ったらいいんだけど、取ったらもう貼れないかもしれないからそのまんま。後からかなりこの宝塗料は塗装が色が合います。乾くとなんか微妙なんで、もともと微妙なんだよねもともと微妙。絶対に垂らせれない戦いがそこにはある。ドアのこの内側も塗りてえけどな、微妙だね。後で後で考えよう。そもそもボディ色を塗り替えるかもしれないしね、そもそも論。よいしょと。お、綺麗に塗れてるぞ。今さ、車の看板、車にさ文字入れるときってカッティングシートだからさ作って貼ればいいんだけど、昔って看板屋さん筆で書いてたんだよね。すごいよね。よしよし、このぐらいやっとけばよし。お、いいじゃない、いいじゃない。塗り残し、これね、塗装した時白くなっちゃってたから、ここも塗っとこう。この木目ベニヤのパネルだとこのなんか違和感なく、この筆目も違和感なくいけるんだよね。あ、大丈夫、塗装乗るね、反対側も。ちなみにスプレー塗装よりはこの刷毛塗りの方がやっぱ圧倒的に楽しいよね。よいしょ。なんかピロリンってなってて、あ、これで良さそう。両面テープを貼って、そうだね。いいじゃないねえ、すっきりだわ、すっきりすっきり。こっちが気になるね。ちょっとね、ここにアルミテープを貼りました。穴開いてたから水入りそうだから。よいしょ。まあここもそのうち直さないといけないんで、これプライマー塗ってちょっと塗装をしとこうかな、ここもね。そうすると少し
少しあれがいいかな、イメージがいいかな。あ、いいね。プライマー塗ったから乗るわ。よし、穴なくなった。はい、バッテリーも新しいのを取りました。お金。で、バッテリー金具がなかったので、あ、これでいいね。バッテリー台座と金具も取ったので、これで固定したいと思います。ほい。バッテリーはまだ使えるバッテリーだから何かの時に取ってきます。結構ボロいからそこも修理しながらだね。バッテリー固定金具だね。よしと、OK。OK だね。アース線もつながる。これね、エアクリーナーです。で、こっちがオイルキャッチタンクで、この前、そこの穴を塞いだら、オイルが漏れてきたんだよね。で、ここエアクリーナーを外しました。オイルキャッチタンク多分ね、ブローバイというか、空気が抜けてきたのを入れるところがないので、K&N ですね。いいやつするでしょ。これに穴開けちゃえ。ここにズキュンズキュンって。タケノコドリル買ってきた。この前ね、うちの近くに中古工具屋さんができて、1000円で売ってたんで、結構2000円、3000円すんだよね。うん。この辺でいいか。18まで開けます。よし、いいかな。だいたいいいでしょう。よし、これに合わせてホースを買ってこよう。はい、ホースと道具買ってきました。あ、これつけるの忘れてた。アンダーカバーね。後でつけようと思います。ここも本当は綺麗にしたいんだけどね、位置がちょっと高くて上からホースを出せないので、ちょっとこれを下げます。OK です。ちょっと同じデザインのなかったから似てるやつにしました。大丈夫だね。ホースも大丈夫。潰れてないね。OK。よし。これで大丈夫だと思います。よし。はい。というわけで、これで多分大丈夫だと思います。一応、あとちょっと下回り、もう一回確認して、錆止めとか、ここエンジンオイル垂れたところとかを掃除すればいけるんじゃないかな。積載車の予定なんだけど、来週ですね。来週火曜日あたりだったら使わないから大丈夫だよって言ってたので、それで車検に行ってみようと思います。それでね、積載車を来週末は借りれたので、車検がもし取れても、車検が取れなかったとしても、一応キャンバ系には持っていこうかなとは思っています。ゆうすけさんとさ、ともさんが来るんだけど、ゆうすけさん飛行機でさ、ともさん新幹線で来るって言うんだよね。でさ、寝床がないって言うから、ちょっとアトムを貸して、ゆうすけさんとともさんに寝てもらおうと思います。なので、僕はこれかな。これかバスだね。ちょっとエアコンの準備がまだできてないので、スポットクーラーとか積んでけば、最近夜ね、20度、ここら辺で22度とかだから、夜はエアコンいらないんじゃないかな。というわけで、
多分最終整備の回になるんじゃないかな。あ、車検落ちたらまたやるけど、車検取得前は最後の整備になるかと思います。はい、頑張って車検に行ってきたいと思います。車検の日がやってまいりました。無事車検取れるかな。心配なのでね、積載車で行きます。よし。あ、まだ前余裕あるね。上げてから調整しましょう。で、前はウィンチかけたしと。いいね。よし。じゃあ書類だ。書類の準備をしよう。はい。ETC カード入れたし、あと書類ね。書類関係。財布、携帯、OK。はい、改めましておはようございます。菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。いよいよね、車検場に向かって走っていきます。トラックをね借りれましたので、これから行きます。まあ以前にもお話ししましたが、ちょっと手間がかかりますが、2回を目標にねやっていきたいと思います。1回で行けたらラッキーだね。ただね、距離がね片道100キロあって、積載車もお借りするので、1回行くのにね結構金と時間がかかります。丸1日とちなみに3万かかるのかな。できれば1回で取りたいけどね、頑張ってやっていきたいと思います。確認しました。盛岡ですね。確認しました。中古新規なので仙台ではダメなんだよね、多分ね。ナンバーを取得しないといけないから、宮城県では岩手ナンバーは、岩手県のナンバーは発行できないので、これ岩手県に行かないといけない。一応検査で合格すれば書類だけもらえれば、それを持って盛岡に行くことはできるんだけども、いずれ盛岡には行かないといけないから、最初から盛岡に行きます。もういいんだよね、盛岡。はい、盛岡南でおります。ガソリン安いね、盛岡。159円だって、うち173円だったよ。電気自動車使い。おー、今日は混んでるね。万が一に備えていろいろグッズを持ってまいりました。積み替えておこう。じゃあ書類は OK をいただきましたので、いよいよ検査レーンに入っていきたいと思います。検査レーン多分ねちょっと撮影ができないと思うので、ごめんなさい。ここで1回動画は終了になります。はい、なんと一発で通りました。嬉しい。高速道路帰ろうかな。うまくいった。時間押しちゃったからなんですが、新しいね検査結果通知書をいただきました。じゃあちょっと荷物積んで片付けよう。いろいろねおかげさまで見てもらったところ、大体ねほぼ予備検していただいてたので、特に問題なくうまく通りましたし、ここだけちょっともしかして頭ぶつけたら危ないかなと思って水道管のやつつ
けたけど、あんまり関係ないみたいですね。大丈夫。なんか、ここだ。邪魔だよね。いっか。よいしょと。車検証入れるとこがないな。まあいっか。後で考えよう。ナンバーがつきました。よかったね。よかったね。帰ろう。よしと。オッケー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 だね。よし、オッケー。どこ一旦停止。開いた。確認しました。嬉しいな。1回で行ったから高速道路を帰ってきましたよし、帰ってきたぞー。はい、無事に下ろしました。車検取ってきました。シールね、シールもここに貼りました。それで今回の車検で、車重がですね120キロ軽くなりました。なんでだよなんでだ。そしてね、全長が1センチ短くなりました。そして高さが4センチ低くなりました。はい。お年を召したのでね、小さくなりました。軽くなりました。意味わかりません。はい。というわけですね。で、今回、まあ、かかった費用だよね。車検にかかった費用が、まず、検査手数料とかが2500円。それから重量税が37800円だったかな。自賠責が1万8000円ぐらいで、自動車税が2万2000円ぐらい。で合計で約8万円ぐらいだね。それであとね、任意保険に入りました。任意保険、ソニー損保で。それがだいたいね、2万円ぐらいです、年間で。なので、全部でまあ、乗るまでに10万円ぐらい。で、今までどのぐらい費用かかったかなと言って、一番高かったのはこのタイヤとホイールだよね。これが7万円ぐらいしたんで、タイヤとホイールがね。で、あと、いろんな費用がだいたい13万ぐらい部品代とかかかってるから20万。それに今回車検合わせて30万ってとこですね。今まで買ってきてから、約30万円でとりあえず乗れるようになりました。安いのか高いのかは分かりません。30万足すんだったら最初からいいやつ買ってきた方がいいんじゃないかってもう思うんだけど、意外とバーゲンバスね、高かったりとかもするからね。はい。保険の有効期間が明日からになります。今日はちょっとまだ乗れません。明日からになるので、いろいろついね、で、明日はもうキャンバケにいろいろ運ぶ日になってきますので、まあ積載車だな。とりあえず積載車で運びながら、遊んでいきたいと思います。はい。皆さんの本当にね、たくさんのアドバイスありがとうございました。おかげさまで一発で通ることできました。やっぱりね、この、綺麗にしていくとか、まあ、必要かどうかわかんないけど、事前にやっぱりいろいろしっかり準備をしていくっていうのね、大事だなって思いました。やっぱり、ちゃんとしてるなって。
思うのと、うわー全然手かかってないんじゃん、見てないんじゃんっていうのだと、やっぱり検査員さんのね印象も違うと思いますのでね、良かったと思います。メーターとかもあのままで良かったし、ヘッドレストもねやっぱこっちだけで良かったしっていう風な感じです。はい、これからね次のステップ、まず走ってみたいね。走ってみて車中泊行ってみようか。それからいろんな機材を取り付けたりね、またかっこよく天井とかも張りたいよねって言ってたんでね、でエアコンもつけたいんだけど、なんかでも涼しくなってきてしまった。どうしよう、先に FF ヒーターかもしれない。はい、というわけでさ、せっかくワーゲン車検も取れたし、ワーゲンに寝よう。ただまだそのワーゲンで寝れるように全然準備してないんだよね。で本格的にベッドも作りたいと思うんだけど、今日ね午後から草刈りに行くから、今度突貫工事ではやっぱり無理だねっていうことで買ってきました。こちらね、このイレクターパイプって知ってる？ホームセンターとかでよく売ってる棚とかさ作るやつを買ってきました。これでね5000円ぐらいした。人の寝床を作るために自分がお金がかかるっていう。でもせっかくだから作るのも楽しいかなと思ったので、これで簡易的なベッドを作っていきたいと思います。一応頭の中の構想があって、この部品を買ってきました。はい、それでね、私の考えでは、ここの上の台あるでしょ？こっからベッドをこう延長したいと。椅子はここを畳めばいいかな。こっちまで来るんだけど、こう、バイーンって。ここで綿シータつけてもいいよね。ただ、それだとその綿シータをこっちにしまうのが大変なので、このイレクターで、ここの長さが90センチなのね。プラス90センチ、180センチ出る。だいたいこのぐらいになるように、ベッドを作っていきたいかなと思います。初めて買ったんだ、これ。初めてではないな。ほぼ初めてだな。これ足になるやつと、これが縦横だね。縦横になるやつ。これがね、足になるんだけど、この高さを調整できるこれを。これ高さ調整できるやつ作りました。で、なんでかっていうと、ここはこう山並みになってるから、足の置き場によっては、この高さ調整できた方がいいと思ったんだけど、この色がさ、車と同じ色があったのでよかったです。黒とこのアイボリーの2色展開なんだよね。で、これ角につく。イレクターってこんななの？こんななんだね。何？ぴっちりじゃないんだね。真ん中につけれるやつ。これはぴっちりだ。意味わからん。ぴっちりとぴっちりじゃないの。なんでだろう。なんかテープでも巻いてつけるのかな。このパイプがこうなります。それとこっちもこうね。足がね、ここ。これじゃダメだね。これじゃないとダメだったな。ちょっと組んでみるか、一回。ここに乗せます。高さだいたいぴったり。45センチってやつ買ってきたんですけど、足とか調整で、もう少し出すことができます。で、ここに、こちらね、刺して、こうか。こういう風に引っ込められるけど、足は外さないとダメだな。よしと、こんな感じで取り付けたいな。こうね。これだったらマットレス敷いても大丈夫なんじゃないかな。ちょっと長さも測ってみようか。もう2メーターあるんだな。これで190ぐらい。これだと結構ここ乗ってる部分もあるから、安心だね。この横のこれを入れる、これだ。これを買ってくるか。これパーツはね、1個100何十円とかなんだよね。よし、ちょっと行ってこよう。降ってきた。雨降ってきた。
はい、通り雨でした。行きました。続きやろう。その間に買ってきました。で、足を追加したら、よいしょと。で、ここにギュッと。よいしょ。ほい。わ、かなり頑丈だわ。どうだ。どうだ、寝れるか。ここに敷く板があるといいね。91の130あればいいんだな。これキャンバケの時使うボード、ビンゴとかで使うボードぴったりじゃね。ほらこれ使えばいいよ。まあ乗っても大丈夫。うわっ、どっち頭？ある意味このサイズにしとけばいいんだよね。全然乗っても大丈夫。監督やんでくれよ。いいよね、ベッドキットね。しかもホワイトボードで作ってる。これよりもう少し大きい長さを実際コンパネで切るとしたら、あと10センチぐらい、10センチ、5センチ長く切ればここ見えなくなる。ね。いいね。ベッドキットいいね。うわ、フルフラットだ。よかったね。よし、これで OK。よし、ベッドはとりあえずこれでいいや。今週は泊まれるわ。こういう形にして、こういう形に、ここぴっちりに切っとけば、そこにこうスライドして、つけれる椅子になるんだよね。あと、イレクターはパイプ抜いて、畳んで置いとけばいいからね。だからね、足のところがやっぱり、この上からパッチンするタイプにしとけば、あ、違うやん。思いついたぞ。外しとけば。おー、いいじゃん。15センチ切ったら、バッチリここに収納できるようになったよ。これ1個さ、出しといてもいいかもね、こう。と、ベッド風になったじゃん。いいね、いいね。スマートだよね。見えないもんね。これならいいね。よし、オッケー。はあ、暑い。今日は暑かった。で、シフトロッドが、ちょっとふにゃふにゃすぎるので、ちょっと見てみようと思います。そう、シフトが入りにくい理由として、これがね、1なの、ここが。ここニュートラルで、ここ1で、3がここなの。当たんだよね。そう。で、バックここ。1ここか。ここ3。1はね、ここ、当たるんだよね。ちょっと分解してみようか。どういう構造なんだろうね。バネみたいなのが出てくるのかな。あ、なんか、ビヨーンってきそうだ。うわへえ。こんな構造なんだね。あ、そこの、ここに入ってるんだ。ボールみたいなのが。これこうだったっけこうだったっけで、実は、ポルシェ屋さんのおじさんから、よかったらこれをボールのところに入れてみろって言われたんだよね。いや、入んないよね。
入る気しねえ入る気しねえな。そもそもこの構造に使うやつなのかどうか、ちょっと写真を撮ってからやった方がいいよ。調べたらね、この部品はここにつくものじゃないっぽい。これが、構造が違うんだな。ちょっと構造が違うようだね。ここ曲がってんだよね。わざとなのかな。まあいっか。頑張るしかないか。出発しようと思ったら雨降ってきた。そうだ、ワイパーのゴム変えた方がいいよね。うわ、ベトってつく。何センチ ?40 センチだね。うん。よし。普通のタイプだよね。普通のタイプだね。パチってロックするやつだね。うん。買ってこよう。はい、ちょっとね、ちょっと晴れてきました。うん、降ったり早んだりだね。ワイパー交換しよっか。バラバラにならない帽子、これを外してと。行ってみようか。カメラをさ、カメラここにつけることにしました。アクセルペダルを3回やって、うわ、蒸し暑いな。ワイパーお、はけるじゃん。うわ、もう曇ってるし、タオル持ってこないとダメだな。よいしょ。初めてのドライブです。まずはよし。足がちょっと届きにくいな。どっちだっけな。右だったよね。とりあえず廃屋入れてみます。あ、この中塗ってなかったね。高いな、ガソリン。よし、20リッター入れます。給油のメーターがちゃんと上がってます。
とかと一緒ですね。よし、ちょっとね、町の方に行ってみたいと思います。よし、バックできるかな。よし、買い物したんでね、ちょっとポルシェ屋さんのおじさんに店に行きましょう。はい、なんかポイントの調整っていうやつをしてもらいました。僕あんまりそのポイントのことあんまりよくわかんないんですけど、調整してもらったらアクセルの踏み始めすごく軽やかに車が動くようになりました。ブブブブーンって感じで走ってたのがブンって出る感じになりました。滑らかになった。2足とかにつないでアクセルをゆっくり踏み始めた時の滑らかさ、トルク感がねすごくアップしました。ギアが入んねえな。はい、今ねドンキに買い物に来ました。帰りね寄っていきます。ポイント調整してもらったらすごくこう滑らかに走るし、トルク感もすごいアップしました。乗るの楽しい。運転してて楽しくなりました。結構力あるしね。スイスイ上り坂も結構気づくとこのぐらいもスピード出てるんだってすごく乗りやすい車です。乗り心地もねすごくいいんだ。エンジンも後ろだから静かだし、あとこのねワーゲン乗ったことある人いると思うんだけど、このボヨンボヨンの椅子のね座り心地もねいいんだよね。ぴょんぴょんするから楽しいんだ。運転するのにも結構疲れないかなって思います。これだったら結構長い距離200キロ300キロ走っても全然旅にも出れるなって思いますね。ちょっとまだ久しぶりにこう車を動かしたばっかりなので、しばらく様子を見て、なんかちょっと出かけてもお出かけしてもいいんじゃないかな。お出かけする自信がつきました。だからこそ中もちゃんと作り上げたいよね。雨漏りちょっとまだちょっとしてるし、断熱材ね、そういうのもやっていければいいかなと思います。で、あとそのミラーがねちょっと見づらいのと、あとやっぱこのシフトがねちょっと入りづらいし、内装の電気がここはつくんだけど後ろつかないとか、やっぱちょっとまだまだやることあります。あとちょっと高速道路も走ってみたいね。
もう少ししたらだね、もう何日か乗って様子見てよかったら高速道路も走ってみたいと思います。ギアがね、このギアが入らない問題でいろいろご意見いただきました。でダブルクラッチしたらいいんじゃないとかっていう話もあったんだけど、そもそもね、ここがぶつかるんだ。ぶつかるから入る。3がここら辺にある。で、これを取るでもいいけど、今ね、実は背中をついたままだと手が奥まで届かないんですよ。このシャフトね、もともと曲がってるから、もっと曲げてやればいいかなと思ったりしてます。アルミのハンドルがついてるので、あと微調整はこれでできるよね。曲げてみようか。服に入れるときも、これ、やっぱ邪魔だから、やっぱもうちょっとこっちにあった方がいいよね。入れるの大変なんだよね。できたらあんまり外したくない。よいしょ。で、これがね、どうやらクイックシフトアダプターっていうものらしい。これをつけることで、このテコの原理の視点が変わるのかな。がっちりとした鉄の棒ですね。これを曲げてみましょう。どうやって曲げるべか。よいしょ。もうちょい。戻るね。ちょっとぐいっと曲げてみました。つけてみないとわかんないのは困るとこかな。よしと。ここら辺にあったんだけどな。これでニュートラル。もう一回やり直し。だいぶ手前に来たな。お、見つかったぞ。3、1、3、2、4。ちょっとこっちに来すぎちゃったな。1、3。もうちょっとこれをこう回そう。これだ。これだ。これを緩める。こっちだね。緩めて、で、こうして、締める。よいしょっと。これでどうかな。1、2、3、4。で、押して、1、2、3、4。いいんじゃない？ねえ。1、2、3、4。2足。で、3足。お、バッチリでしょ。で、4足。で、バックも
下に敷くとこっから風出てくる。なるほど。スマホホルダーでもつけとくか。ここら辺でいいかな。ここら辺でいいか。スマートフォンなんていうものが出るなんて思いもしなかっただろうね。ここら辺もちょっとさ、ヤスリかけて色塗りたいよね。ちょっと工夫してこのダッシュボードの中に入るようにしました。これだと全然視界の邪魔にならないね。これでさ、こうバックカメラとかっていうと、こうバックカメラにこう切り替わってくれるアプリとかあったらいいんだよね。誰か開発してくんないかな。そういえばさ、シガース電源あったよ。あった。これ使えるのかな。ちょっとさしてやってみようか。当時ってこのアクセサリー電源から何を取ってたんだろうね。ちょっとスマホにつなぎます。つないでキーオン。これスイッチ入れなきゃ。あ、電源入った使いづらいけど、あ、これこうやればいいんだね。こう上げてこうやると、あ、ちゃんとアクセサリーで電気来るじゃない。いいですね。オッケーオッケー。やっぱあると便利でないと困る。で、多分本来ジェネレーター、これあれなんだね。常時なんだね。そっか、だからこういう風になってるんだ。こうなってたらわかるもんね。こうやってオフにしましょうっていうことなんだと思います。じゃあ常時電源を取る機材も使えるということだ。ここにグローブボックスが本当は欲しいの。なんかボロボロだから捨てちゃったんだ。グローブボックスをつけたいんですよね、この中にね。じゃないとね、書類とか入れられない。はい、というわけで今回いろいろ細かい作業をしていきました。だいぶ良くなったね。で、今、考えてることっていうか、もう行動に移し始めてることがあります。それはまずエアコンをつけます。はい、電動エアコンをつけることにしました。で、搭載位置はここ。で、FF ヒーターも買いました。もうエアコンもヒーターも買いました。注文しました。で、ヒーターどこに、ここかな。後ろと前に、こっち穴開いてないんだよね。穴開ける？ここ。これとかヒーターの穴だったんじゃないのかなと思うんだけど、ここら辺に穴開けようか。後ろと前に風が出るようにヒーターをつけようかなと思っています。ヒーターと FF ヒーターとエアコンのユニットはここに搭載しようと思っています。スペアタイヤね。あったところ、ここに搭載しようと思います。で、スペースが果たしてどのぐらいのスペースを取るのかわからないので、とりあえずヒーターとエアコンをほぼ同時設置にしようと思います。じゃあスペアタイヤどうすんのってことなんだけど、スペアタイヤはカバーをかけて中でもいいかなって思ってます。後ろそこ積んどいてもいいし、上でもいいかなと思ってるの。せっかくキャリアつけてるから上に積んどいてもいいかなと思います。電動エアコンを買って、その電動エアコンを動かすためのサブバッテリーなんだけど、鉛バッテリーが大量に在庫があります。リチウムに交換した鉛の鉛バッテリー。どっちもね、まだまだ全然使えるやつなんだよ。なので、とりあえず鉛バッテリーでいいかなと思ってます。で、後々リチウムに変えてもいいかな。これから冬だから、今すぐリチウムイオンバッテリーで長時間真夏の車中泊をすることはないと思うので、鉛バッテリーでいいかなと。で、走行充電器ね、もう買いましたので、後ろのバッテリーというかエンジンのオルタネーターから、バッテリーを充電しつつ使っていくっていう風にすれば、まあリチウムじゃなくても走行中はまずそこそこ使えるだろうし、本当はオルタネーターを巨大化しないと多分回せないと思うんですよ。バッテリーを走行用バッテリーだけで使うんだったらオルタネーターを強化して、オルタネーターから
オルタネーターとバッテリーから直で引くんだけど、1回サブバッテリーを鉛3連つけて、基本それで動かすようにして、でバッテリーからは走行充電器でサブバッテリーに充電するっていう方式でちょっとやってみようかなと思っています。でその走行充電器に MPPT のソーラーチャージャー入ってるやつにしたんで、上にソーラーパネルを 100W ぐらい積んでもいいかなと思ってます。ソーラーパネルはまだ買っていません。なんかこう錆びついてんだけど、どっかから垂れてきた錆だ。これか。もう錆びてんだけど。おいおい錆びてるんだけど、新品ですぞ。というシステムを組もうとそこまで買ってあります。であとそのサブバッテリーをここの下に入れて、でここちょっと棚とか作ってもいいかな。棚作ってそこの2段目に冷蔵庫を入れて、ポータブル冷蔵庫欲しいかなと。でも横開きと思って、ここに棚なんかこのぐらい棚を作って、でそこに冷蔵庫入れたりサブバッテリー入れたり小物入れたりするとデスクにもなるし、でそこにこうスイッチパネルとかもつけたらいいかなと思います。で天井はとりあえずはめ板入れようかなと思って、はめ板は今度コメリに行って買ってこようと思ってるんですけど、断熱材入れてはめ板入れて照明をねつけようと思います。 LED のスポットライトを6つ買ったんで、そこら辺配線して、でなんかここに棚があったらそこにスイッチパネルもつけれるからいいかな。でそこにあと外部充電器もつけようと。そのユニット外部充電器、鉛バッテリーの外部充電器もつけて家で充電したり、出先の RV パークとかで充電できるようにもしたいので、そのソーラーチャージャーとかそういうなんていうのかな、伝送品関係がその棚の中にこう設置して、でポンと外せるようにしとくといいかな。こっちにつけている人もいるんだけど、ここの椅子の下とかに。ただこの椅子もね、もしかして例えば今後交換とかする場合があったりとかして、多分ぴったりのやつがあるはずなの、本当は。ワンエンバスのぴったりの椅子とかが今後見つかったらそれに変えたいし、車中泊のためのベッドとかにするかもしれないので、こっちにちょっとつけるのはあれなので、こっちに後でも移設できる棚を作ってそこに収納していこうかなと、そんな風に考えています。あと壁とかもね、ここもはめ板入れて中に断熱材入れてもいいよね。で窓の部分だけ残してこう見えるようにしてもいいかなと思います。鉄板1枚なの、こことここの屋根が鉄板1枚なんだよね。下の部分は2枚になってるから、この中とかに断熱材入れてやればいいかなと思う。ここの上はここも二重になってるからね。で下エンジンだから、そこはまあいいかな。こことドアもこの中に断熱材入れようか。で断熱材入れてはめ板貼ればいいかなっていう風にちょっと考えています。なので冷蔵庫も欲しいんだよね、ポータブル冷蔵庫ね。ただ鉛バッテリー3つ入れて出しやすいんだな。ポータブル冷蔵庫ってだいたい上蓋だもんね。横蓋のやつペルチェのやつは全然冷えないからさ、上蓋のやつだといいかな。ちょっとそこら辺考えています。だから天板もこう開いたりとかすると本当はいいんです。天板開いてその中から冷蔵庫の何かを取り出せたりとかするといいのかな。で全部できたら隠してしまえるようにした方がかっこいいかなと思ってます。そんな感じでね、いろいろ今考えてるところではありますかな。カーテン欲しいんだよね。ここの窓は50あればいいか。こっちにつけた方がいいのか。50できこっちがじゃあやっぱり40だね。30でもいいね。30、40、50あたりのカーテンが欲しいですね。ピチッと閉まるようにしたよ。ほらバーンね。これで雨漏りもいいかな。何回負けたり閉めたりしてる。手跡ついちゃって後で拭こう。よし行こう。今日からね、マイクをつけました。いろいろやっぱりゴソゴソいろんな音がするからさ、最近ね毎日乗ってるよ。少しずつ買い物とかでも。
シートベルト2点式より3点式の方がいいなと思ってて、ちょっと交換しようかな。ギシギシ言って、よし出発。そう、ハンドルがね、なんかみんなセンターが出てないのが気になるって言ってたから、ちょっと後で直そうか。本こんな音だよそれでね、この前結構ガソリンを入れたつもりなんだけど、あっという間に減ってます。もしかして結構燃費悪いのかな。なんか情報あったら教えてください。ビートルは結構燃費良かったなという印象だったんだけど、バスはやっぱり車重があるから結構あれなのかな。はい、町の方にやってきましたよ。よいしょ。ここでいいや。よし、バックするぞ。怖いな。なんかバックカメラが当たり前になってから、バックカメラついてないとバックできないマンになってしまいました。バックカメラにもう慣れすぎちゃって、バックカメラないとやっぱり不安になっちゃったね。まあ軽自動車はねついてないけど別に簡単だからいいんだけど、このサイズだとちょっと練習も必要だし、バックカメラも欲しい。よいしょ。布団買っちゃった。冬用布団、やっぱバンは便利だよね。やっぱりね、軽トラだと外に積んで帰んなきゃいけない。ちょっと雨降ってきそうだからさ。カーテンはあんまりちょうどいいのがなかったのでレールだけ買いました。レール499円。レールはやっぱり品質を見て買いたいよね。カーテンもね、できればやっぱり実際触って買いたいなというところはあります。車高でこのカラーと似合うようなカラーだといいなって思ってるんですね。しますぜ。誰もいるなよ。誰もいるなよ。でね、なんでバックしにくいかっていうと、窓がねないんですよ。窓がその一番後ろにちっこいのがあるだけで、横に窓がないとやっぱりバックしづらいんですね。いい人給油をしよう。なんかガソリン減るの早いんだけど、燃費めちゃんこ悪いのかな、もしかして。一回ちょっと満タンにして燃費を測ってみようか。ちょっとあんまりひどいようであれば、その普段乗って歩くやつね、こうやって普段乗りはちょっと自粛。まあ燃費が悪い、8ぐらいとかだったらいいけど、5とかだったら5を切るようだったりとかするとちょっと考えもんだよね。なんか全然20リッター入れたのに全然走ってないんだよね。100キロぐらいしか100キロ走ったか走ってないかなのにない気がするんですよ。ちょっと満タンまで入れよう。市役所のバスがいい。右後ろだね。よいセット。
ちょっとスズメバチがいて危ないちょっと止まっててよ、危ないな。おい、ちょっとこっち来ないで、こっち来ないで、そっちなんでその経由好きだな。おい、ちょっとこっち来ないで。なんかいろんな人に聞いたところレギュラーでいいよとみんな言ってたので、レギュラーにしたいと思います。10円高いもんね。結構メーターは空だから50ぐらい入るかな。37リッター入りました。ガチャマン、はい、ガチャマンでいきましょう。はい、はい、満タンにしてもこれ満タンまで針がいかないんだね。だからすぐなくなったような感じ。23リッター残ってたので、やっぱりちょっとこうずれてると思って考えた方がいいね。17,849キロ。よし、そしたら出発。メーターはやっぱり上がってこないです。3番目のメモリぐらいでマックスなんだ。ちょっと壊れてんだね。で、17,849キロだからこっから満タン砲で燃費を測っていきます。結構ガソリン入れたのには全然あれの増えない、あっという間になくなっちゃったから、ちょっと凄まじく燃費が悪い自動車かと思ってドキッとしたんだけど、燃料系が壊れて、燃料系が、ね、絶好調ではないということ、ね、分かったので、ある意味良かった燃料系が壊れてるのと絶望的に燃費が悪いのだと、燃料系がちょっと壊れてる方がまだいいもんね。覚えとけばいいんだもんね。あとね、その何キロ走れるかと、その最大メモリがどこまでいくかね。最終的なその R っていうガソリンがなくなりましたよって普通の車が行くところまで行くと残り20リッターだよっていうところを覚えておけば、そこで給油したら必ず残り40リッター、今回37リッター入りましたので、そういうもんだと思っとけばいいね。よし、コメリに到着。よいしょ。はい、これを買ってきました。はい、コメリで買ってきました。これハメ板ね、ハメ板と、これ多分断熱材だよね。防湿面です。この R がきつい。ハイエースとか結構フラットなんだけど、すごい R がきついので、果たしてハメ板もいけるかどうかわからない。中にこっち入れた方がいいなと思って、そうします。ドアパネルの中もスタイロフォームは家にもあるんでね、とりあえずハメ板とこれ買ってみました。これ安い。500円ぐらい。スタイロフォームより3分の1ぐらい。ちょっとこれを棚から取り出すのにちょっと体勢がきつくて、ちょっと腰が痛い。やばいぞ、やってしまったかもしれん。軽いやつだけど痛い。はい、せっかく、天気もいいからこのままちょっとドライブに行ってみようか。100キロぐらいちょっと走って燃費をね測ってみよう。で、せっかくだから同じところでまた給油して、同じ場所でね、で測ってみたいと思います。どっか行こうだ。極悪バス屋さんでしたねあのバス買ってきたやつだよ。のどかだな岩手県ですね。のどかな岩手県。すごい音、うるさいエンジン吹かしてみました。24度、気持ちいいね
入浴したしいつもしてるけどよし、給油していきましょう。この前出たとこと同じとこね。よいしょ。エナジェットのご利用ありがとうございます。次より禁止されています。さあ、何リットル入るでしょうか。止まってくれ、止まってくれ、止まってくれ、止まってくれ。うわ、止まらない、止まんない。止まった。よいしょと。はい入ったね。今日はねティッシュもらえるんですよティッシュもらえるんですね。ねごりくんのティッシュを3つもらってきました。よしと計算してみようか。22リットル 21.99 リットルですね。はい、走った距離が110キロ110キロを22 5 5かRX7 並みの燃費だね。走り方が悪いのかな。結構回してるからね。なるべくショートシフトで。はい大変だ、後楽園に列ができている。トモさんみたいな服装の人がいるリッター5か。市街地半分、市街地これストップ&ゴーね。土曜日だから結構混み気味でしたが半分と、あとは郊外がまあ半分って感じでしたけど、まあ7割郊外かな。だったけど5か。燃費悪いね。ちょっと走らせ方を工夫するとかちょっとしてみよう。また満タンにしたからまた次回ね、またガチャマンで何リットル入るかやってみて、今度ちょっとこうアクセルをなるべく低燃費で走るように工夫してチャレンジしてみたいと思います。じゃー凄まじく来てる FF ヒーター、それからこれがエアコンだね。その他にもドライブレコーダーも来てるし、これは ETC だね。 ETC 車載機どれからつけてく？ちょっとね SSDR もあるんでそんなにね時間がないんだ。エアコンいけるか。エアコン行く前にまずドライブレコーダーと ETC つけるか今回はね。はい、そうしていきたいと思います。ドラレコはねこれだね、これだ。別にねドライブレコーダーが欲しいわけじゃなくて、単純にバックカメラが欲しいだけなんだよね。案件じゃなくて買いました。立派だよね。いくらだと思う？ 7000 円ぐらい。安い、一番安いやつ。なぜならドライブレコーダーじゃなくていいから。あ、こういうやつなんだね。シールね、マニュアル。まあそう、安いやつはね日本語がちょっとね、取り付けに対するページが3ページぐらいしかない。よし、まあいいや。これがリアカメラだな。
窓でいいか。窓の上っ端ぐらいでいいか。ああ、ここでもいいか。ああ、ダメだ。構造が変わっているんだな。赤い線を反転ライトプラスに接続します。何を書いているのかわからない。ここにつければいいけど、まだ配線だな。配線を中に入れるのは大変か。天井内張り張るから、ここにつけてもいいか。どのように映るかをね、ちょっとチェックしてみようと思います。これドラレコミラーね。これの、これが電源か。古いタイプだな。これがリアカメラだね。で、このゴムバンドをつけて、あ、大丈夫だね。剥がして、電源オン。あ、ついた。ジャンサイト。ストリーミングメディア、後ろにと、あ、後ろカメラの映像が映るね。この向きでいいんだな。こんなのを買ってきました。ここだね。ここに台座としてつけます。で、あれ、当たるか当たるか。あ、思いっきり当たるね。思いっきり当たるね。これならどうだ。あ、少しいいじゃん。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、全然いいじゃん。オッケーオッケー。この取り付け角度に両面テープがかっこ悪いからちょっと貼り直す。こっから内装、特に天井は貼っていくので、とりあえず配線は今日のところは、コードフックですね。コードフックで留めておきましょう。仮止め。配線いらないな。基本的にこの天井を張った時に、この天井の裏っていうか中に入れちゃおう。この中に入れちゃおうと思ってます。天井張るまでしばらく仮止めだね。剥がそう、裏側をと思ったけど、触るとね、もうどんどんパリパリくるので、触らぬ神になんちゃらです。こういうとこめくろうと思ったんだけど、めくったら最後もうボロボロになるから、コードフッククリアってやつを買ってきたので、これを使おう。ここ ETC ついてたよね、多分ね。アンテナは、ここ。よいしょ。同じとこにつけ。あ、もう配線がもう。ここすっきりさせたいね。ここ気持ち悪いね。しょうがない。ここ距離があるから特に目立つよね。車検証のステッカーの剥がすやつみたいなのも剥がしたいね。きついんだな。R がついてるから。これ少しはいいね。少しはいいね。アクセサリー電源を探さないといけないんですね。はい。アクセサリー電源を、ここら辺の配線は多分、そうだよね。ウォッシャー取ったんだ。これいいかな。キーオンで、あ、ここ電気来てるね。あ、大丈夫。電気来たね。大丈夫。常時だよね。常時じゃないよね。
キーオフにすると、消えた。大丈夫。OK。これでアクセサリー。何も、常時電源のカプラーソケットってさ、ここにある必要ない。むしろ、アクセサリーの方が今度重要になってくるので、まあよく使うものは、ここはアクセサリーにしようか。これ喋らないのかこれ喋らないのか。ここにしとくか。よいしょ。よいしょ。大丈夫。こっちも光りましたね。OK だね。あとね、セットアップしないといけない。アクセサリー電源も OK だね。もうちょっとこっちだね。すごい広角だから見やすいよ。ちょっとね、左のミラーの取り付け位置がやっぱり後ろすぎてちょっとね見づらい部分がある。ただピラーがあるから、なんか窓の枠があるからしょうがないんだよね、あれはね。いつもの田んぼゾーンで遊ぼう。ほぼ誰も来ない。よし、ほぼ誰も来ない。バックしてみよう。よいしょ。あ、いいね。やっぱり後ろが見えるのはいいな。おう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 。後ろの特に下の部分がよく見えるからいいね。あ、いいいい。よいしょ。じゃあ行こうか。明るさも調整できるからね。上下もなんていうのかな、調整できるから、バックしたい時にもっと下を見せたかったら下にずらせばいいし、走ってる時にもっと上の方、後ろを映したかったらこう調整すればいいので、そこら辺は良かったですね。バックカメラだけ買おうと思ってたんだけど、まあドラレコついてるけどいいや。まあ、SD カード入ってない。 SD カード入れればドラレコになりますあとは耐久性かな。というわけで、こちら今回はね、このドラレコミラーと ETC をね、これ ETC ね、ETC を取り付けました。あとそれに伴いアクセサリー電源と、こちら常時電源ね、前からあったバックカメラを取り付けましたと。とりあえずね、使ってみた感じは良さそうだね、今のところ。あとは耐久性だね、安いからね。GPS ついてたのかな。見た感じは書いてないな。GPS がないから安いのかもしれないね。でもこれで十分なんだよね、ものによってはね。はい、というわけで Amazon で一番安いやつね、買ってきました。まあまだね、ガソリン臭いなと思ったら、こっち側のキャブのここの部分からガソリンが漏れて下に垂れてました。はい。燃費が悪いのがそこが原因かどうかはちょっとわかんないです。まあ今はね、ちょっとホースとか全部一回外したんですけど、結構漏れてるので、広島でね、何ヶ月か前に火事あったんだよね、ワーゲンバスのね。ちょっと怖いなと思ってるんで、キャブレター外して、ちょっとオーバーホールしてみようかなと思います。こっちは問題ないんだ。とりあえず、まあ、問題ないものは外さない。問題ないものはいじらないということなので、まあ、こっちもトラブルがあったらやろうと思うんですけど、こっちね、ちょっと一回分解してみようか。どういうキャブレターなのかもちょっと気になるところはあるんでね、そうやっていきたいと思います。よいしょ。最初にまずはバッテリーの端子を外しましょう。危ないからね。
普通はこの部品を注文してから分解するんだけど、わからないんだよね。部品がわからないので、注文するにもその前部品を外してみないとわからない。あ、取れた。よいしょと。ここで取れるかな。あ、取れた。あ、そうだね。ヒートエクスチェンジャーのホースを外す。ネジ取れた。あ、取れ簡単に取れた。で、ホース、あ、これガソリンホースだ。で、キャブじゃないから電圧は多分かかっていないだろう。ポッと、あ、出てきたぞ。よいしょ。ああ、よいしょ。これゴミ入んないよ。よいしょ。ここに祝えておこう。よしと。OK。よしと。はい。ここからガソリン塗ってます。わ、なんなんだこれ。このビニールは何？こういうもんなの？先に掃除すっか。ゴミ入ったら嫌だもんね。なんなんだこのビニール。ウェーバーのブレベタトって書いてある。これ何パイとかってどうやって調べるのかな。40だね。40。うん、39.7。約40だよね。40ってやつなんだと思う。で、ここのこの謎のビニールのところから油漏れをしています。ちょっと外してみようか。まあ外しちゃったらもうつけられないかもしんないけど、まあこのままでは乗れないんだよ。なんなんだこれ。なんかここについてんのかな、本来は。上取ろうか。はい、こんな感じですね。スロットルが開くとこういう風にね、あっち側が見える構造ですね。メインジェットはどこに入ってんだろうね。まあ今回は切らないや。とりあえず掃除だけ。ちょっとこのダンドラのキャブのこの構造がよく分かってないからね。ちなみに反対側はこの紙みたいなのは入ってません。よくわからない。はい、宅急便コンパクトが到着しました。ディン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 。静岡県でイベントあるんだ、11月に。行ってみたいな。フラット4さんとマイ坊主さんでやるんだね。掛川。というわけで今回取りました。はい、部品ガスケットを取りました。いろいろついてるオーバーホールキット。はい、あれウェーバー 40IDF。はい。
まあ、今回いろいろ調べて、これがこのウェーバー 40IDF だというキャブだということが判明しました。うん。多分そう。で、これね、これダイヤフラムだったんだね。こういう風に入ってて、で、このダイヤフラムが多分ダメになったんだけど、これだけ買えなくて、このビニールを貼ってダイヤフラムとして使ってたんだと思われます。はい。で、今回買いました。まあ、正直ダイヤフラムだけ欲しかったの。ダイヤフラムだけ売ってなかったので全部買いました。全部買ったらね、8000円ぐらいになっちゃった。だからこれをきっかけにキャブレターをオーバーホールすればいいんだが、しません。なぜならまだ知識がないから。知識がないので、こうかえってね、壊してしまいそうな気がします。種の大きさ、多分これだ。2つついてんだよね。こっちもあるんだけど、多分こっちですね。本来は柔らかいの、それがこうカピッカピになってバリッバリになってるから、これを向きとかあんのかな。向きとかなさそうだよね。ここに組み付けましょう。他にガスケットとかここはないんだよね、多分ね。こうさ、オーバーホールの仕方とかさ、なんか資料とかあればいいんだよな。せっかくだからちょっと綺麗にして、ここにつく他にガスケットはないよね。ダイヤフラム、ビニールダイヤフラムね。ヒュイヒュイって抜いて、いい感じだから再利用。よいしょっと、よいしょっと。よいしょ。これだね。はい、OK です。閉めました。ここら辺もね、がっちりと。そしたら、ヒートエクスチェンジャー。これね、ヒーターです。ここか。ここだね。カン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 。あれ？ダメだな、これは。もう滲んでくるね。ちょっとやり直しだわ。いやー、失敗でしたね。ガソリンはその後止めてるから持ってないですね。もう一回やり直し。一回外します。甘かったんだよね、処理が。これは反省です。そう、ここにね 40IDF っていう文字が見えます。ここのさ、ここの処理が悪かったね。ここも、気がつかなかったんだけど2枚構造なんだね。
これで収まってくれるといいけどね。うわー、ジャブジャブ出てくるな。なんでだ？何か間違ったか？なんで？もしかしてこのダイヤフラムは向きがあるのか？真四角に見えるけど全部同じに見えるな。入れるときに折り曲がるんだな。バネがあるからどうしても。簡単なようで繊細だわ。よし、今度は一周しっかり収まった。さっき多分折れてたんだね。これは難しいな。純正のもともとついてたのに対してだいぶ柔らかいから、バネがさ入ってるから、これ曲がるっていうか折れちゃうんだね。これで一応見た感じはぴったりだな。そしたらこれでキーオンでやってみます。キーをオンしてポンプを動かします。つかないな。手にもつかないし、ヒヤッとするからわかるよね。液体出てないな。よしといいか。 OK。 垂れてもいないよね。大丈夫。ちょっとこれホースつなぐときにつけたガソリンとパーツクリーナー吹いたんで、それちょっと濡れてるところあるけど漏れてる感じはないな。スロットル開けるとこっから出てくるよね。これぴっちり締まりきってないな。で、ここの隙間から漏れたのがこっち側に入ってこっから出てくるんだね。見ててね。ほら。ひらめきました。スロットルを開けた状態で組めばいいんじゃない？こやつが奥に行くんだな。で、スロットルを開けるとこやつは手前に来るから、バネとスロットルの押し合う力が一緒になるから、これならいいんじゃないのかな。開けた状態で押し付けて締めていけばいけそうだ。今までの中で一番ゴムがちゃんと出てるね。で、スロットルを閉める、開ける、閉める、開けるで、ゴムの動きが今度はない。きっとマニュアルとかには書いてんだけど、こういうことがあるからやっぱ適当にはばらせないんですよね。今度こそ頼むぜこれでうまくいかなかったら心折れるわ。さあ、ガソリンがポンプで送られております。ホースの漏れもないね。開けるとこっち加速ポンプが働くから下からは出てくるんだな。これでいいはずだ。よし、漏れてない。 OK。 この部品なんだけど加速ポンプって言います、一般的にはね。で、アクセルをこうゆっくり開けてるときはあんまり作動しないんだけど、ガバッってアクセルをバンバンって開けるときにグッと開けると空気の流れが一気にブワッと強くなるので、ガソリンが一瞬足りなくなる時があるんですよ。そうすると混合機が薄くなったりとか加速が途絶えたりとかするので、その時にこれガソリンをピュッピュッと強制的にその通常の流れとは別にガソリンを増量する装置です。はい、それがからのオイル漏れでした。ガソリン漏れでしたね。アクセルをこうガバッガバッって開けると急激にね、この加速ポンプが追加で燃料を吹くんだよ。なんとなくわかるでしょ。だからアクセルを慎重にゆっくり開けていくように
気をつけないとガパッ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 って開けると追加でどんどん燃料を吹いていくから燃費悪くなる。構造が分かったことでちょっと次燃費がどうしたらよく走れるかっていうことがまた一つ分かったっていうことになるよね。つながるよね。ここは僕今回やってよかったなと思います。レベルアップ。でキャブレターの車ってこう朝エンジンかけるときにアクセルペダルをパカッパカって2回ぐらいバンバンって踏むんだよね。そうするとこのガソリンがピュッピュッって出て燃料に火がつきやすい状態、燃料混合機が非常に爆発しやすい濃いガソリンになるようにするっていうのもこれの役割です。バッチリだね。はい、無事に完了しました。いやー大変だったね、いろいろね。なんだけどこれでガソリン漏れ、ガソリン臭かったのもね少し収まるかと思います。あとはちょっと燃費よく走る方法を思いついたってところも今回の、収穫だったかなと思います。ちょっとお金かかったけどね、これからもこういうちょっとしたトラブル多分出てくると思うので、その都度対応しながらなんとかね順調に走れるように仕上げていきたいと思います。ガソリン臭ももうしなくなったからいいかなと、しばらく安心して乗れるかなと思います。いろいろね少し掃除もしたから少しだけ綺麗になりました。はい。やばいって水溜まるんだな。で、止まっていたね、快適化作業の方をやっていきたいと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、作業が遅れておりまして、とりあえず、まだ買ったものを紹介していきたいと思います。まずは、こちら、ソーラーパネルを買いました。200ワット。レノジーのやつだね。ソーラーパネルを買ったんだけども、ちょっとね、後でちょっと載せてみようかと思ってはいるんだけど、おしゃれ度が下がるんじゃないかと不安視しております。積まない方がいいんじゃないかな。200ワットって値段が2万2000円ぐらいかな。100を2枚買うか200を1枚買うか悩んで、取り付け等の手間を考えて200を1枚しました。よし、じゃあ積んでみようか。積んでみよう。よし、積んでみた。どう？よいしょ。真ん中の真ん中に積みました。これなら違和感ないかな。これならね。で車の高さ195あります。これならいいよね。損なわれてないよね。ワーゲンらしさ。ワーゲンらしさあんまり損なわれてないよね。白鳥来たよ。早くね？ちょっと冬の訪れとかやめて。もしなんかかっこ悪かったらあっちの新しく買ったバンクスに積もうかなと思ったんだけど。こっから見てもそんなに違和感はないね。で、次にカーテンを買いました。まあまあの色合いじゃない。さすがに同じ色はなかったんで、探してきましたけど、まあまあ同じぐらいだからちょっと統一感あるかなと思っています。1、2、3、4枚。1、2、3。一応1個多いか。長いので、切ればいい。ここほつれ止めで縫ってあったりする？しないか。これ切ればいいかなと思って、スパッてね。これ切って窓の高さに合わせればいいかなと思っています。いいんだ。4枚でいいんだ。1、2、後ろは2面に分けてシュッシュッってやるから、これでいいんですね。これは長さと合わせて切って、使えばいいかなと思います。なんかしてあるよね。やっぱなんか工夫しよう。なんかどうしたらいいのかな。ちょっと調べてみます。ネットで。どうしたらほつれてこないようにできるか。切ったとこ綺麗にできるかね。考えていきたいと思います。ダイソーとかになんか売ってないかな。こういうここら辺パチパチ止めるやつね。
メインはこの冷蔵庫です。バッテリー付きのアンカーのエバーフロストっていう冷蔵庫。前にね、動画で紹介したことあって、で、あれはね、お借りして使ってたんだけど、今回これを手に入れました。中古ね、中古。バッテリーなしの普通のやつでいいなと思ってたんだけど、白鳥がうるせえ。ね、たまたま偶然手に入れることができたので、これを使っていこうと思います。これは多分30リットルモデルですね。うん。かなり入るよ。大型ペットボトルもかなり入るし、あとバッテリーだけで確か2日ぐらい動くんじゃなかったかなっていうことなので、大型キャンピングカーに比べると電力乏しいし、エアコンと同時に使っていくっていうことを考えると、まあバッテリー付きでも、の方がまあベストっちゃベストですね。欠点はね、重いんだ。重いのと、ちょっとでかい。なので、これが来たので、こっから、あとはいろいろ組んでいきたいなと。これが来ないとね、始まらなかった。そう、荷物たちがすげえな。荷物たちがすげえ。よしと、冷蔵庫積むんだったら、どっちがいいかな。こっち側の方が、でも荷物買ったものをすぐ積めるのはそっちだね。運転席側だよね。そっちに冷蔵庫で、こっちにサブバッテリーって感じにしようかな。で、ここに棚を作る。はい。うちのに操作パネルもあるし、ここにバッテリーボックスもあるから、こんな感じ。わあ。これあれだね。狭くはないけど、天板を上につけて、このぐらいの長さで収まるかな。結構でかいな。でかいぞ。うん。天板をこう開くようにしないと、こう蓋を開けた高さでここに棚作ったらちょっと変だよね。棚、このぐらいの高さにしたいと思ってるから、これに合わせて上も開くようにした方が作りやすいか。はい、こんな様子になりました。うん。この上に、まあ棚2段とか、まあ2段じゃなくてもいい。この上に、こういうこれは充電器ですね。ちょっと汚いけど、充電器とか、これとかを、そこにこう取り付けていけばいいかなと思ってました。上のところにね。で、棚にして。うん。どのぐらいがいいんだろうね。ここに合わせた方がいいのかな。でも結構高いと圧迫感があるよね。このぐらいがいいのかな。足つけてね。うん。まあ、乗り降りに関してはまだ、全然、する開口部的にはまあ50センチぐらいあるから、うん、大丈夫だし、ベッドにも影響はないかな。うん。ここが何センチ出てきちゃったんだ？これやっぱ、50センチぐらいだね。まあ、これでこのままでもいいって話なんだけど、このままでもいいっていう話なんだけど、ちょっとやっぱりあれだよね。まあ色合い的には合ってるけど、やっぱガジェット臭がするよね。だからやっぱできたら隠したいな。60の48で作れば、ここに棚を入れて、でその上に機材を置いて、でこっちは開かなくていいから、こっち側から見れればいいので、それで十分かな。インバーター買わないといけないな。で、重量増がね、これね、1個ね、20キロぐらいあるんで、2、3が6で60キロ。これが20キロぐらいあるので、やっぱり、実は80キロ増えました。だからやっぱり燃費に関して言うとまたちょっと燃費悪くなっちゃうかもしれないよね。ただ、すごく、他の人と違うところは、一人しか乗らないので、僕しか乗らないんで、4人とかで乗ってるところの家族よりは軽い。まあもう一人増えた分、ちょっと大柄な人が一人増えた分っていう、二人乗ってるのと同じ換算って考えればいいかなと。監督に関してはね、体重はリンゴ1個分です。違います。だいたい4キロぐらいかな。3キロか4キロです。買ってきた時2キロだったんだけど、ちょっと太ったんで、3キロか4キロですね。はい、湿気ですね。湿気をね、体内の綿に溜め込んでいるようです。はい。まあ、太ったんだね。そうだ、FF ヒーターだ。
FF ヒーターの出口を、ここに穴を開けて、こっからこういう風にパイプを作って、で、こっから出せばいいかな。そしたらいいかな。FF ヒーター前後にちょっと出したいなと思ってるんで、ちょっとそこを考えていきます。こっちは別に余裕あるよね。バッテリーもうちょっと後ろに、こっちに壁に追っつけても大丈夫だからね。ちょっと汚れてる。これね、アトムに最初ついてたインバーターで 1000W。ベステックって書いてある。ちょっとホコリっぽいから今掃除しよう。これね、ただ、制限波じゃないんだよね。インバーターっていうのはこの制限波のやつと、なんだっけ、区形波っていうやつがあるんだよね。で、そのパソコンだったり、あと、例えばエアコンもそうだったっけかな。あと、なんだっけ。なんか、その制限波じゃないと、うまく動かせない、その機械っていうものが、電子機器っていうのが、あります。で、今はもうね、ほぼ、うんと安いインバーターじゃない限りは、制限波はもう当たり前になってるんだけど、ちょっと、それこそ数年前まではまだ制限波、区形波っていうのがまだありました。その当時の機械でね。で、アトムの方は、これなんで外したかっていうと、その制限波っていう、その、電子機器を、どんな電子機器でもちゃんと動く、カエルがうるせえ。すいませんね。サファリパークに住んでるんでね、人よりね、人間はちょっと少なめなんですよ、まだまだね。ここら辺はね、少数派なもんでね、人間が。それに、取っ換えました。もっと大きい 1800W っていう容量の、その、制限波インバーターに交換したので、これは、外して取っといてました。何かに使えればね。で、大型のエアコンとか今回は 12V で、カエルがうるさい。動かすので、だから、これ区形波なんだけど、これで多分ポータブル電源を充電すればいいんじゃないかな。で、ポータブル電源は制限波を発信するポタ電を何個か持ってるので、そこから例えばパソコンなんかにこう充電してあげればいいかなと思います。電気に余力があるときに、こっちからポタ電の方に、送っとけばいいかな。容量はね、1000W あるからかなり十分ですのでね。ちょっと今日はまだ棚の荷物を買いにはいけないから、これね、3個を並列つなぎっていう、つなぎ方を使います。12V のまま 300A で使っていくために並列つなぎにします。プラス端子とプラス端子とプラス端子、マイナス端子とマイナス端子とマイナス端子をつないで1個の 12V のバッテリーとして使います。で、一応配線はこれにしようかな。22スケアを買っておいたんですが、よく見たら家に在庫が大量に余っているので、もったいないからこっちを使いましょう。よいしょ。黒のこれじゃねえ。こっちだ。じゃーん。切るやつで、これで、はい、抜きます。そしたら、OK、できた。1個あるから、同じ大きさで、こういう配線とかこういうのって、やっぱこういう大型のものになってくると結構いい値段します。そしたらこの3つのバッテリーをつなげていくよ。まずはこの超ネジを外して、今回プラスは同士の端子とマイナス同士の端子しかつけないから、バチっていくことはないかな。内側を通そう。こうして、そうだね。で、締めます。はい、これでね、トリプルサブバッテリーシステムの完成です。こんな感じでつけます。で、これで345A。鉛だから半分使えるか使えないかということだけど、今回はその家庭用エアコンを動かすとか、そういうんじゃないからね。ちょっとここのネジだけちょっと怪しいので、これ1個買ってこよう。とりあえず仮止めだけしてきます。
はい、というわけで今回ですね、部品が揃いまして、早速最初の作業、トリプルサブバッテリーをね作るという作業をやってみました。ごめんなさいね、あんまりこう進歩状況が早くなくてね。とりあえずヒーターつけないといけないなと思ってんだよね。ヒーターとエアコン。この11月のバンタメフェス、どこであんだっけ、ナスであるバンタメのイベントに行こうと思って、るんだけど、できればワーゲンで行きたいの。うちから那須までだと250キロぐらい。もうちょっとあるから270キロぐらいかな。実はそんなもんなんです。我が家から東京と宇都宮って100キロぐらいだよね。宇都宮から那須多分50キロぐらい。で、我が家から東京だと430とかそのぐらいだから、270キロぐらいだから、いけるかな ?3 時間、4時間ぐらいとことこ行けばいけるかななんても思ってんだよね。F ヒーターとかでね。おお、タンクがでかいなぁ。10リットル。こんなでかくなくていいなんだよな。で、すごい、最近は立派だね。おお、専用軽油エアヒーター。すごい。以前買った時、怪しい日本語だったんだけど、こんなにちゃんとした説明書になってるんだね。金額はね、16,000円ぐらいだと思います。よし、これがね、FF ヒーターという、キャンピングカーとかについているヒーターです。で、このヒーターのいいところは、車外から空気を取り入れて、中で燃焼して、車外に排出です。こっちから、車内の空気を取り入れて、車内に放出です。この車外からの空気で燃焼して中が熱くなったところを空気を通して車内、だからエアコンとかと同じ方式です。その燃焼ガスを車内に入れない、石油ファンヒーターとか石油ストーブって中の室内の空気を燃やしてそれを熱に変えるでしょ。だから排気ガスが出るわけだよね。燃えかすガスが出て、それが車の中みたいな密閉空間だと一酸化炭素中毒になりやすいということですね。それに対してこっちは2系統。ね、燃焼した空気たちは外に排出。で、その中の熱交換器、鉄の部分が熱くなったところを空気を通して暖かい空気にするっていうことなので、基本的に一酸化炭素中毒になりづらいというものですね。で、これが燃料ポンプです。これがリモコンだよね。これもリモコンっていうかコントローラーだね。マフラーです。これね、要は車内に排気するんだけど、その時にグオーって音が結構するから、それの消音器、それから燃焼したガスを外に排出するパイプ、それからこれは車内に、熱を出すためのパイプですね。で、燃料ホースです。で、軽油って書いてるんだけど、基本灯油でもいいと。こんなにでかいと置くところがないな。でかいよね。2リットルぐらいでいいんだよね。結構燃費が良くて、一晩使っても1リットルぐらいだと思うんで、なんか違う？なんか買ってきて、つけよっか。はい、それからこっちがエアコンです。エアコン。これ説明書。これが配管だよ。ホース。これなんだこれはなんだ。で、これもホースだね。で、レシーバータンク。で、特に説明書はないんだ。配線図があるだけだから。これ自分の責任でやってくださいというもんだね。そうだね。さっきの、ちょっとね、破いちゃったから、
見にくいんだけど、さっきのこれがこれだよね。でなんかごつい取り付け金具がついていますね。あ、これはコンプレッサーですね。要はそのエアコンガスを圧縮するための機械ですね。よいしょ。コンプレッサーね。これがその電動エアコンの肝となる部分で、普通は今まではそのエンジンの力でベルトでこうぐるぐる回して、それでガスを圧縮して解放してたのね。圧縮して解放するときに、周りの熱を奪うっていう力を利用してエアコンは冷えています。そうそう、リレーとヒューズを別で買ってくださいって書いてたから買ったんだ。これがリレーですね。それからヒューズ、120アンペア、一応指定があるので。エアコンの室内機になります。テンプオフ、テンプって書いてある。エア、風の強さだよね。これが室内機になります。で最後、こちらの段ボールが、わあ、配線すごいな。配線セットか。配線セットなので作んなくていいんだね。これは配線自分で作った方がいいのかなと思ってたけど、全部セットだ。これがよいしょ、コンデンサーっていう外につける機械だね。うちのツインで言えばこの部分ですね。これですね。これがコンデンサーです。この裏にラジエーターがついてます。最後の箱で、これ汽車電子線、これがね電動ファンです。なんかヤギの小屋につけてるやつと同じタイプで、これをここにこう取り付けるんだね。こうかな。こんな感じで取り付けて冷やす。揃いましたね。これをね一気につけていきます。一気にっていうのは急いでっていう意味じゃなくて、同時作業でつけていきます。で、なんで同時作業にするかっていうと、場所の問題ね。FF ヒーターとエアコンをやっぱ上手にこうどこにつけるかっていうのは実は原子合わせでやってみないと分かんない。一応キャンピングカーなんかのワーゲンのキャンピングカーを作ってる人とかだと、ビルダーさんっていうのかな、メーカーさんっていうのかな、だとワーゲンにこの電動エアコンを積んでるっていう事例あるんだけど、そんなに多くないからかなり新しい挑戦になっていきます。で、前回の動画でここにいろいろ棚を作っていって伝送品をつけていこうっていうことなんだけど、このエアコンのにその FF ヒーターコンプレッサーを入れてしまいたい。これね、これとこれを2個、入るね。大丈夫だ。外につけなきゃいけないので、多分そのお腹の下、ここの下が結構スペースがあるから、そこの下につけようかなと思っています。このお腹の下につけてる人もいるんだけど、この車はね、パネルがこう張り目でされてるので、パネルを外さないとか切んないとちょっとつかないので、そしてはここの下あたりがいいかなと思ってます。で、エアコンの室内機がこんな感じかな。ちょっとこの ETC とかがこう邪魔だから、ここにつけましょう。そんなに邪魔苦にはならないね。ただヒューズボックスがちょっと見えなくなるから、ヒューズボックスでも移設できないから、ちょっとヒューズボックスにアクセスできるようにちょっと工夫してつければいいかな。とりあえずついてきたネジを使おう。こんな感じでね、足をつけてみたので、あとこれを車にぶら下げてみます。これね、ファンは多分上でも下でもいいんだよ。お腹の下につけます。どこにつけようと思って計算したんだっけ。結構スペースがないんだよね。この
ペースにつけたいんだけど、厳しいか厳しいか。お腹フロアの下の方がいいかな。このアンダーパネルをちょっと外し、このアンダーパネルを外してみようかな。見た感じホースの長さはかなり余裕があるので、最初この下につけようと思ってたけど、ここら辺でも大丈夫だね。お腹の下でも大丈夫そうだ。じゃあ、ここのネジを外して、このアンダーフロアのパネルを一回外して、中にスペースがないか確認してみます。止めました。雲。よいしょっと。こんなんなってんだね。裏側は。これはサイドブレーキとあと配線だね。どこにつけるかな。悩みどころ。前回ね、どこにつけるかっていうのですごく悩みましたが、このお腹の運転席の下ね、ここにつけていきたいと思います。で、ホームセンターでちょっと取り付け用の部品等を買ってきたので、早速作業していきたいと思います。はい、このコンデンサーをつる金具をね、つけていきたいと思います。よいしょ。あ、ここ潰れてんの。僕が潰したんじゃないのよ。ここなんかネジロック剤とかで止めて落ちないように。あ、でもそれで取れなくなる。4本作りました。こうだね。こうして、こうして、こんな感じでできました。これを上から吊っていきます。ジャッキアップしてね、車を上げました。作業しやすくなります。で、一応このフロアはやめて、この前のここにつけることにします。どの向きにしようかな。ここだね。ここにうまく何かが当たってる。バッチリじゃね。バッツスだ、バッツス。高さは後で調整しよう。じゃあ穴開けしよう。リフトとかあれば別に苦でもない作業なんだろうけどね。開けやすいところから開けていきます。象人間の鉄硬いな。開いた。ここだね。開いたね。大丈夫なとこだね。穴開けて掃除しました。つけてみよう。穴合ってるかな。よいしょ。合ってるかなっていうか、もう合わせるしかない。なんか引っかかってそう。よっしゃ、いった。誰か上から押さえてほしい。どうしよう。これでこうやって。今、吊ってる状態だから、上からこのネジを回しながら棒を引っ張ると高さをちょうどいいところに持ってこれるという計算です。よしと、これでこの高さは調整しました。このワイヤー類とか配管類も全部、買わせました。浮いてる状態ね。で、ここにこのぐらいの高さでカバー来るんだけど、まあ、足回りよりちょっとだけ出てるかな。なんか相当大きいものをまたがない限りは大丈夫です。このタイロット
パイロットより上に来てるしね。うん、パイロットより上に来てる。そもそもパイロットがぶつかるってことは終わりですから。後ろね、後ろに比べればもう全然高さあります。うん、だから大丈夫。この調整ネジをつけたので、これでボディにあときっちりくっつければいいはずで、そうするとこっちのスペースが空いたんだね。それからフロントのこの前の部分もスペースが空いたから、ここにヒートエクスチェンジャーがあるから、これなんだ、あとどう出すかだよね。FF ヒーターの配管をどう出すかですね。うん、結構ね、熱を持つものだから、まあこれ多分これただのビニールなのかな。ちょっと工夫しないといけないね。やっぱ本当はこっち側が FF ヒーターが良かったのかな。うん、ただこっちに配管が難しいね。あ、そうそう、コンデンサー前から見るとどうなるかっていうと、ほら見えないでしょ、コンデンサー。紐がピューって出てるけど、全部なんていうのかな、ホーシング、フロントのホーシングとロアアームっていうかの下に、上にね全部入ってるから見えないので。さて次はヒーターだよね。これ型紙ね、原寸大に作りました。説明書にあったのちょっとちっちゃかったので、縮尺合わせてコピーしたので、こんな感じで出していけばいい。ここだと本当はベストなんだけどな。まあ開けるんならここら辺かなね。やっぱりこれがこの位置で、本当はもっとこっちにつけたいんだけど、どうしても下の都合があるから、ここだな。うん。と、コンプレッサーがこっちだね。はい、型紙を切ってきたので、ここだね。で、これがネジ穴。まあ、大体でいいんだよね。で、これが燃料ポンプ。よしと。うん、オッケー。よし。じゃあ、開けていきまーす。よしとりあえず位置合わせの穴は開いた。問題はあとこの配管の 26mm をどうやって開けるかだよね。です。ちょうどブレーキにもヒートエクスチェンジャーにも関わらないね。で、横のパイプ2本あるでしょ。これは多分ヒーターのフラップを動かすワイヤーが入ってる棒だと思います、多分ね。で、これは鉄なので少々近くを熱が通ってもまあ大丈夫。まあ、耐熱の布巻いとけば、大丈夫なんだよね、基本的にはね。キャンピングカーなんか本当に、結構、発泡スチロールのところに耐熱巻いて発泡スチロールのところ通してるけど、それでもまあ溶けないので大丈夫かなと思います。ホールソーね、これありました。26がないから28にしよう。干渉しないんで大丈夫だね。大丈夫かな。バイメタルって書いてるから、一応鉄もある程度切れるみたいなことは書いてあったんだけど、いかんせんね、中国製のホルソー対ドイツ製の鉄優しくやらないとダメか。おー、いった。意外といくもんだな。きた。着いたぞ。もうここまでここ着いたらもう完成したようなもんだ。下側はね、こんな感じになってますよ。下側はね、こんな感じ。鉄板が張ってあります。からと排気管を出していきます。下からネジで締めます。これだと、ここでちょうどいいね。
本当は車外に積みたいところなんだよね。このさ、左のスペース余ってたから、ここにこの、軽油用タンクを積んで、で、こっから、引っ張ってもいいよね。ここら辺に置いて、引っ張れば、臭くはないな。はい、マフラーを作ります。2個出口あるんだけど、こっち側が排気です。こっち側排気。ああ、でもちょうどいいじゃん。ね。ここに、マフラーつけて、で、こっからステー出して、ここに排気してやれば、いいかな。外向きに排気できるね。うん。こんな感じでいいかな。とりあえず、ここパネルつけないといけ、あ、ここパネル関係ないのか。したら、こことここをつなぐ何か部品を、ちょっとマフラー止めようと思ったんだけど、ちょっとホースバンドの質が悪すぎるので、これは買ってこようと。25だね。25を2個買ってこようと思います。今日はここまで。暗くなってきた。まず、とりあえず大物2個ついたぞ。うん。穴開けがまだまだあるんだよ。こう配管とか通すために全部穴開けしないといけないからさ。ヒーターの配管なんですが、こういう風に出して、こっち T の字のものを入れて、こっちに1本とこっちに出していこうと思います。ここら辺かな。ここかな。ここちょっとまあここでもいいか。ここら辺から出口を作ります。こんな感じにここから出るようにします。この出るところにフラップをつけて前後切り替えられるようにちょっとしようと思います。普段はやっぱり走ってる時使う時とかは一応ね、あ、そう、ヒーターもついてるんです。ヒーターもついてるんですけど、普通の車っていうのはエンジンの熱で温まった水を利用して、そこを風を通して、室内を温める構造なんですけど、それに比べてこのクーレーワーゲンに関しては、エキゾーストマニホールと、マフラーの最初の部分のところにカバーがついてて、そこを風を通すのね。なので、どうしても水冷よりヒーターの効率が悪いので結構寒いです。ポルシェがそうなん。ポルシェなんか室内めっちゃ狭い。多分空間的にこの部分、前部分ぐらいしかないんだけど、屋根もぺっちゃんこだしね。それで、しかも 3000cc の大排気量のポルシェ、発熱量も大きいはずなんだけど、それでも冬はもう寒くてきついぐらいなので、ワーゲンで、しかもこの広大なスペース、もちろんここ区切るつもりではあるんですけど、それでも多分、うんと寒い時は寒いんじゃないかなと思うので、ヒーターは前にも、だから、まあ、プレヒーターってツインヒーターですよね。メインのヒータープラス、この FF ヒーターで室内を温めればポカポカだろうと。いかんせんうちのあたりは寒いんでね。そういうツインヒーター構造をね、ちょっと検討しております。なので、ここからこっちは全部ヒーターユニットを使うの専用にしようと思います。これどうしようかな。これ、ここでいいかな。ね。フレームだと穴開けるの大変だから。ここにしようか。そうするとここネジ外すのも楽だよね。配線もちょっと多分余るから。ここ柔らかいな。よし。よしと。で、次、コンプレッサー。振動吸収の足がついてるので、これをまずつけてと。これも含めたちょっと高さも見てみないといけないですね。よいしょ。こうつけるか、こうつけるか。この説で。
このパネルが1、2、3、4、5枚あるうちの2で、マスターシリンダーの下、コンデンサーのまっすぐ前のスペースを見てみます。ここってさ、全部配管とか終わったらさ、なんか蓋作ってもいいんだよね。蓋、なかったのかなねえ。蓋作って、ここの覗き窓だけ見えるようにこうして、蓋してしまえば、匂いと音と振動は入ってこなくなりますよね。裏に防振剤とかね、貼ればいいもんね。防振剤、防音材、吸音材貼って、そこのなんか、蓋あるのかな？ちょっと純正で取れないのか、ちょっと見てみたいと思います。よいしょ。この上のパネルは、ここは特に気をつけなきゃいけないのは、ここにパイプがあるから、ドリルで穴を開けるとき、このパイプに触らないようにしないといけない。枠だからフロアパネル外したから、ここもあれだよね。防水塗装をしとけばいいよね。ね。確かに、こう、サビは表面に出てるけど、こう全然腐れてないと思わない？ね。めっちゃいいでしょ？あそこのフレームとかもなんかめっちゃしっかりしてるでしょ？腐ってボロボロになってるところはないからね。実はこの車を選んだ理由の一つがそこです。うん。見た目は外装ボロいんだけど、意外と下回りの状態は悪くないんですね。ちょっとタッチペンしとこうか。そしたら、オッケー、ぴったりだね。はい、見てください。ちゃんと干渉しないように、ちゃんと間にボルト入ったね。固定完了。次はここだ。ここにエアコンの室内機を入れないといけませんね。壊れそうなぐらい硬い。取れた。よいしょと。ちょっとここの配線もごちゃごちゃにしてたから見直しながらやっていきましょう。結構ね、この金具にバリがすごいのでちょっと気をつけてやります。ここで固定をすると。これ動くんだね。ちょっと雨降ってきちゃった。雨降ってきた。ここだよな。このぐらい出してもいいんだね。さあ、実はもうすでにここ穴開いてんだよね。ラッキー。幸い。これを、ただ穴が合えばの話な。ここの穴がちょっと小さいからこれを大きくしよう。よいしょ。ちょっと大きくなりすぎちゃったかな。どっち向きだっけ？こっち向きだ。ちょっと仮止めだからとりあえず。よいしょと。そうすると。はい、こんな感じでつきました。で、ヒューズボックスね、こっから見れるわ。ヒューズ切れてるかどうか、こっから確認できるからいいね。はい。で、あと、後ろに、ここね、もうちょっとステーを入れます。後ろもね、ロックするところあるんで、そこをちょっと作ればいいかなと思いますね。ただ、配管とか配線しなきゃいけないので、一回これは取り外すので、位置合わせとしてはここでいいかな。あと少しグッとつけてやれば。足元はね、結構余裕が
あるみたいなので、これでいきたいと思います。形にはなったかなという感じですね。ちょっとね、もう暗くなってきてしまって、このカメラ明るいからすごくこうまだできるんじゃないかって見えるかもしれないです。結構暗いんで、今日はこのぐらいにしたいと思います。バッテリーもそろそろ充電しないといけないですね。バッテリー充電しとくかな。バッテリーの方もね、ちょっといざ使う時のために充電しておこうと思います。 12.7 ローって書いてね、しばらく外して放置してたからね。3個あるからさ、345アンペアあるから結構時間がかかると思うので、一晩丸1日は多分充電かかるかなと思います。はい。というわけで、だんだんとですけど、進んできております。もしかしてこのレシーバータンクこっちじゃなくてこっちにやっぱつけた方が良かったかもしれない。ちょっと失敗だったかも。ちょっと配線の取り回しをやってみて、での位置っていうのがあります。やっぱここの距離がね、結構、この距離なのか、この距離なのかっていうところですよね。はい、説明書を見てみよう。説明書というか、エバポレーターからコンプレッサーに行く配管。これは低圧ポート L っていうのがついてるやつだね。これですね。ここまで長っ。そしたらお腹の下をやっぱり通した方がスマートかな。これいっか。下、結構稼働する部分があるんだよね。まずはレシーバータンクからコンプレッサーに行く通路ですね。これをここに開けたいと思います。ここら辺にしようかな。開けすぎると下にあれがあるんで垂れちゃった。はい、それで、このコンプレッサーとレシーバータンクからここまでの配線なんですが、一回下を通してこっちから出してもいいんだけど、ここね、実はパネルが入るから、ここを穴を開けて、通さなきゃいけないのね。で、こっちには穴が開いてるから、ここは使えるんだけど、こっちはこの操作系があるんで絡まれたくない。で、ここに穴を開ければいいんだけど、正直多分穴開けない方がいいパーツだよね。だからって言ってこっちから通すとここにパネルが入らなくなるんだよね。というわけで、ここにね、穴もともと開いてんですよ。バーリング加工されてるところある。ここへ通してさ、この下通し、ここのフロアカーペットの下通してさ、こっちから出したらいいんじゃねっていう話にします。そしたら配管も劣化も少ないし、下のパネルを外したり穴開けたりしなくてもいいので、ここら辺の配線を一回、こうしてたな。よしと。この取り付けステーの穴を開けたい。で、これからアースを取る形になります。ボディアースをこのステーから取ればいいんだけど、アース不良になりそうな気がするから、2箇所から取ろうと思います。この1箇所、アースポイントを追加します。これで少しいいべ。ホースをつけます。よしと。で、これをしとけばいいね。
これが固定用裏側のステー兼、アースになります。アースは強化します。2点プラス3だ。このドレンホースを出すところ、ここにちょうどね穴が開いてるので、多分エアコンつけた時のようなんだよね。ちょっと仮合わせして、こうなるから、ここら辺。マットにここに穴を開けたいな。切っちゃいます。切ってと、ボロボロになる。それでね、カーテンを切った時のほつれ止めをいろいろ調べてて、まあ YouTube とかで調べて、やっぱ手芸系 YouTuber さんっていうのがやっぱいるんだね。こういうのを紹介してて、このまあ、無難なとこ、このピケ、ほつれ止めのこれがいいよということで、今日一番強力、水が入っても大丈夫ということなので、これを塗っていきたいと思います。確か動画で見たときは、ここにこれをこう、塗ればいいだけだった気がする。よいしょ。何分ぐらいで固まるのかな。もうほつれてきてっかんね。何分っては書いてないんだね。うん。いや、ちょっといびつになっちゃったな。まあいいか。まあいいか。これだったらこういう風に剥がせるからいいよね。うん。あ、ここの鉄板黒く塗っとけばいいんだわ。そしたら目立たないね。すべての準備ができたぜよ。では、組んでいきたいと思います。これゴム入れないといけないんだな。まず、こっちの太い方、こっちだね。エバポレーターから低圧ポートに入る方。これがエキスパンションバルブと呼ばれるものだと思うので、何のゴムを入れてくださいとかっていうのはないんだよね。どのぐらい締めたらいいのかわかんない。小をつけて。使ってるからっていうのもあるんだよね。取り付けていきます。まず追加アース線だね。これをつけてと。このぐらいでいいかな。オッケー。うわ、いいね。こっちからも風出るんだね。運転席を。だからこっからドレンホースを出しますと。で、最初に太い方の入るのかな。通らない。あ、通った。奇跡。危ねえ。細い方通るかな。あ、細い方は問題ないね。とりあえず一旦これで買い置き。よしと、こんな感じでタイラップでちょっと止めてみました。これでブスッとな。はい、じゃあ次、コンデンサーとねコンプレッサーの配管をねやっていきたいと思います。ポートがこっちにつくから入れる順番があるんだよね。これをここから出します。
やっぱりこっち側のホースは短いから、コンデンサーとやっぱりコンプレッサーを長くするわけにはいかないんだよね。こっちがレシーバータンクだね。レシーバータンクも、あ、ここがでも、そうか、ハーネスも入るからね。こっちで。まず細い方。おー、結構きついな。これであと上が届くかだね。よいしょ。余裕だね。OK。ゴムをつけてと。はい。配管が完了しました。まあそんなに美しくはないけど、しょうがない。長さとね、角度と形にね、問題があるので。ここもね、まあそんなに目立たないでしょ。うん、とりあえずいいかなと思ってます。ここのどうしてもここの角度がもう決まっちゃってるからさ。そうなんです。配線をやっていきます。さあ、バッテリーまでたどり着けるかな。配線図を見て、まずコンデンサーから電動ファンだね。電動ファンからコンプレッサーに配線をつなぐと。よいしょ、これだね。これをパチッと放水したいよね。あと抜け防止。はい。配線ね、ここちょっと結構余ってるので、こうくるくるまとめました。まあ、最後だね、また。足りなくなるかもしれないし、場所移動をまたしなきゃいけなくなる可能性もあるので、はい。で、これが、ここにつながる。これが、ここだね、爪側。ここの、そっちの緑をつなぎましょうということになってるんだね。はい。そんでね、悩むのは、エアコンのメイン電源をどこにつけるか。スイッチね。エアコンをオンにするスイッチをどこにつけるかなんですが、ここら辺につけてもいいんだけど、これ使ってね。なんだけど、それだと、後ろで車中泊してるときに、できないですね。あ、いけるか。あ、ここでオンにすればいいか。でも、後ろにつけると、運転してて使いづらいよね。ここに持ってくるか。スイッチ。これさ、常時電源もう使わないから、このスイッチをエアコンのスイッチにそのまま入れ替えてもいいかもしれないね。これでね、バッテリーのオンオフを制御していきます。配線をね、なるべく隠したいんだ。まずこの赤が、コンプレッサーじゃないや、エバポレーター、室内機のメイン配電源になりますね。で、次、こっちがコンプレッサーへの信号線になります。信号線は押す。こっちがリレーに、こうだね。次は、このリレーにつながる配線を作ります。これは両方とも、この端子だね。で、これがリレー。で、こっち側を、リレーのコントロールする線にします。オン、オフだけだからね、リレーに使うのね。電気はほぼ食わないだろうということで、メインから取る、サブから取る。悩む。とりあえずリレー動かすだけだから、こっから取っていこうかと思います。リレーをどこにつけるかだな。
ち側ヒーター配管入るのでこっち側にします。いや、ここスペースちょっと余ってて無駄だから。いろいろハーネスを通す穴を開けましょう。バッテリーからの太い配線がね、通るところです。よいしょ、開いた。こんなゴムのこの隙間に入れるやつ買ってきたの。配線がね、傷つかないように、あと、この触れてね、ショートしないようにここにゴムのリングを挟みました。これがバッテリーへつながるメインのハーネスになっています。巨大な 120A のついてるね。結構この配線だけでもさ、買うと高いんだよね、今ね。こっちだ。どうすんだ。1本こっちの黒い方がコンプレッサーで赤い方がリレーに入る。よいしょ。ですね。寒い。そしたらこちらリレーですね。リレーっていうのはスイッチの役目です。大きい電流が流れる時にスイッチの役目として使います。こことここに太いケーブルがあって、そこにちっちゃいスイッチ入れるとそこ焼き切れるので、電気信号を入れてそこの中でカッチンカッチンって動くようにします。スイッチをつけて、スイッチで外からやることでこの中のものが動いて、ここの大きい電気たちが繋がったり離れたりするような、そんなシステムです。電流が流れるんで。OK。これでリレーが完成。これはあとフロントダッシュボードのスイッチにつなぎます。で、これがコンプレッサーの信号線をこの青につなぐって書いてますね。うわぁ、反対側になっちゃった。バッテリーモニターをつけたいと思います。レノジーのやつだね。はい。まあ、他のキャンピングカーにもつけてるから、特に悩みはないんですが、配線だけね、ちょっとやっておきたいと思います。木製だったら穴を開けるんだけど、ちょっと取り付けしづらいな。ここでいいか。ダメだ。これ、はい。ここでもいいんだね。一旦、今回のところはここにつけときます。曲がってる？大丈夫だ。はい。じゃあ、配線チューブね。これで、できた配線を隠していきます。これ苦手なんだよね。これどうやったらうまくこう入れれるんだろうね。はい。そしたら電流系のね、バッテリー残量系の配線を作ります。ここだね。これはこの配線をつなぐことで電気の流れをね残量を見るものです。よし、これをマイナスにつないでこれをプラスにつなげばエアコンは動くはず。うわー、長かったね。やっとこさできました。はい、とりあえず準備できたのでガスを入れに行ってこようと思います。もう混んでんな3本ぐらいですか？はい、これが動いてる。で、これがチュルルルルルって言ってます。もっと爆音かと思ったけど、そうでもないです。そうだね。どうだ？かなり
たいような。はい、おはようございます。次の日になりました。昨日ね、無事にエアコンが動きましたので、細かいところを設定して、完了にしたいと思います。まずバッテリーメーターだね。はい、今回ね、このレノジーのバッテリーメーターを購入しましたと。OK ボタンを押して説明に入ります。はい。今ね、充電して満タンにしたので、満タン345アンペアアワーになりましたね。結構な量だよね。後ろのメインと合わせると400あるからね。400。じゃあ、改めてエアコンを使ってみたい、クーラー使ってみたいと思います。使い方はメインスイッチをオンにして、これだと動かないんですよ。こっちのテンプっていうところね。多分これ温度なんだと思う。オートエアコンなのかなオートクーラーで、こうやると動き始めます。で、今日は気温がそんなに高くないから、これマックスにします。とね、コンプレッサーが動き始めました。風の音がしてるからだけど、ちょっと風弱めてみようか。1ぐらいにしておこうか。コンプレッサーの音ね、このぐらいなの。わかる？聞こえる？冷蔵庫ぐらい。まあ当たり前か。冷蔵庫もそうだよね。コンプレッサー。冷蔵庫より、走ってればね、全然わかんない。まあこれ、ワーゲン車がうるさいからなんだけど、走ってたら全然わかんないですよ。気がつかないぐらい結構予想より静かで、振動も全然ない。ただなんか、だいぶ結露するらしくて、熱くなってきたね。ちょっと冷たくなって、高圧と低圧でさ、でなんかここは結露するらしいから、あれだね、ちょうどここにさ、電気のものがあるんだよね。ここにこう当たらないように何かしとくといいかもしれないな。まあ、現在気温がそれ多分ね、今20度、2、3度ぐらいかな。めっちゃ冷たい風出てる。で、昨日その真空引きもしてもらって漏れもないよっていうことだったので、そこは安心ですね。はい。使用電力は今だいたい500、まあちょうど500ワット。まあだいたいそのぐらいの電力だと思います。一応計算上では理論値は9時間動くよという計算になります。いや、いいね。やればできるもんだね。で、ここを仕切るカーテンをつければ、多分この中をもっと冷え冷え空間にできるし、こっち開けてあげれば、サーキュレーターとかつけて、どうしても前の方の風だよね。流れとしては上向きだから、こう流れてくる感じだから、何かこうサーキュレーターで後ろの方までこう循環していくシステムを作れば、後ろの人も冷え冷えでいいかなと思います。ただこれで暑い日もね、もう全然快適に走れますよ。もう暑い日ないと思うけどさ。です長かったね。この企画。エアコンつけるだけ。まだヒーターついてないしね。で、このエアコンの電源システム。このバッテリーにエンジンから電気を引っ張ります。太陽光を引っ張ります。いろいろこれからやっていきます。それから電装品を作っていきます。ね、引き続きやっていきたいと思います。皆さんから配線のちょっと処理とか、この通すところとか、もう少し工夫した方がいいんじゃないのなんてご意見もらってるんですけども、もうちょっとやります。もうちょっとやってから、全部配線が通し終わってから、配線果たして通るかどうかもわかんないからね。配線を果たし終わったら、処理していきたいなと思っております。はい、皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。